それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回はルノルマンカードを使ってグランタブローで見ていきます。お相手にうまくアプローチしていくためにはどうすればいいのか、ここに焦点を当てて今回グランタブローを使っていきます。よろしくお願いします。1番をお選びいただいた方、ドライフルーツ入りオレンジマフィンです。では見ていきましょう。それではルノルマンカードを軽くシャッフルして並べていきます。はい、それでは見ていきます。ここね、12番の鳥のカード、2枚あったのでごめんなさい、36枚だけでやろうと思ったので、その他のカード、こちらのルノルマンカードは36枚以外にも他のカード出ていたので抜いていたんですけど、こちら被っていたので1枚除いていきます。そしてこの36枚で見ていきます。今あなたの中でお相手と約束したいこととか、もっと仲良くなりたい、デートの約束をしたいとか、もっと言ってしまえば交際したいだったり、結婚っていうところも視野に入れてるんじゃないかなと思ってるんです。お相手と約束、連絡することを、今これを一番成功させたいっていう風に明るい前を向いている状態です。ただし後ろを向いているところに選択のカードが入っています。どちらの道を行くのかっていうあなたの中で、それはいろいろあるかもしれません。お相手と仲良くなるためにどんな道を歩んでいこうかなとか、もしくはお相手と交際するんだったら、もっと仲良くなるんだったら選ばなきゃいけないことがあるっていうふうにご自身の中で思ってはいるんですが、でも今それから目をそらしているような状態です。決めなきゃいけない、こっちかこっちか、あっちかそっちかのように決めなきゃいけないことから目をそらしていて、今自分が見てる方向は成功させることだよっていう、もしかしたらね、こう目を背けてるので重要な決断を今迫られているのかもしれません。そして今現在のあなたの流れっていうのを見ていてもとてもいいんですよね。お相手と毎日連絡を重ねていきたいとか、このまま仲を進展させていきたいだったり、より良いものにしていきたいっていうお気持ちがすごく出ています。決断とか決意されたっていう方もいるんじゃないかなって思うんですね。お相手に近づくために自分から積極的になろうっていうふうに決めたとかね、そういう方もいるんじゃないかなと思います。どのようにお相手とコミュニケーションをとっていくのか、ここがテーマになってきそうです。2人の信頼関係を育んでいくために新しく始めることも出てくるでしょう。前向きに捉えていきながら進めていきたい、そのようなお気持ちなども出てきています。そしてお相手目線で見ていきましょう。お相手の方を見ていくと、目線の先には星のカードが出ています。お相手にも夢、目標だったり願いっていうものが出てきています。これは一体どんなものなのかっていうのも後で深掘りしていきます。ただ目をそらしているところにネズミのカード入っていますね。これはストレスを表すカードです。お相手の心がポツポツと食べられているような、心が蝕んでいくような気持ちを抱えている。だけど今それを見たくないっていうお気持ちがあるんですね。何かしらご自身の中で不安材料があったりとか、ストレスを抱えていることから目をそらしていて、自分は明るい希望だったり叶えたいことについて考えているよっていうのが出てきています。そして今そのお相手の中でも半分半分のお気持ちが出てるんじゃないかなっていうのがあります。前向きに捉えていきたい気持ち、願っているお気持ちだったり、そちらと、あともう一つはここですね。自分の中で課題とか障害に感じていることがあったりとか、あとはモヤモヤするお気持ちも抱えているかもしれません。
中には晴れ渡った空があったり、曇りの日もあったり、雨の日があるみたいに、お天気のような心に今なってるよっていうお相手もいるかもしれませんね。今ね、どっちもあるよっていう感じなんです。波があるのかもしれません。お相手の今モチベーションだったりお気持ちっていうところが少し揺れやすいのかなっていうところはあります。それは多分このストレスがあるからっていうのが出てきていますね。そしてあなたのところにもやっぱりこのストレスかかっていることっていうのが出てきているので、お互いにとって共通で感じていることかもしれません。そしてあなたとお相手と見ている先が違う、2人の目線が今揃っていない、向かい合っていないので、多少のすれ違いが起きていたりっていうこともありますね。あなたはお相手と仲良くなっていきたい、もっとねコミュニケーションをとっていきたいなとか前向きに考えているし、お相手じゃあどういうことを考えているのかなっていうと、お相手も半分半分なんですね。ここブーケのカードも出ていますから、贈り物をしたい、あなたに対して話しかけていきたいとか積極的に働きかけていきたいことがある。だけどもその一方で悩みだったりとか乗り越えていかなければいけない課題っていうのをご自身の中でも考えています。やはりあなたと信頼関係を築いていくためには、自分の中で抑えていかなきゃいけないことだったり乗り越えていかなきゃいけないこと、中にはこの蛇のカードが出ています。嫉妬してしまう気持ちとかっていうお気持ちも出てるかもしれません。焦ってしまうとか、やはりあなたとの関係性を進めていくんだったら何か一つ区切りをつけなきゃいけないなっていうところも考えています。それはあなたにも言えるかもしれません。何かを決めていかなきゃいけない、どちらかを選んでいかなければいけないとか、自分の進むべき方向性をしっかりと定めていかなければいけないところ、目線そらしていますね。ここお互いね見ていかなければ先へ進んでいかないかもしれないなっていうふうにお互いが感じているかもしれません。はい、そしてこれから先あなたは自分が背を背けていたこの選択するっていうことに取り組んでいくことになっていきます。ただしこの選択をしたことによって未来とても良くなっていきますよっていうのが出てきていますね。ロマンチックなことを表す月のカード、そして幸せ、幸運を運ぶコウノトリさんのカードが入っています。コウノトリさんのカードは移動も表していますから、どこかに出かける、遠出する、移動するとか、プラス月のカードも入ってますから、お相手と遠出するデートっていうのも考えられますね。旅行に行くのかもしれません。2人の接点がもっと近くなって密な時間を過ごせるかもしれませんね。その可能性もあります。遠出とか移動に限らず幸せを運んできてくれるので、このまま行くとロマンチックな展開が訪れるでしょう。そのためには何かを選んでいかなければいけないよっていうところはあります。ポイントとなってくるのは、どのようにしてお相手と前向きにコミュニケーションを重ねていけるか、信頼関係を築いていけるのかっていうところも関係してきますね。お互いの関係性をより良いものにしていくためにっていうところです。はい、思いやりのお気持ちっていうのも持ちながら積み重ねていくものがあります。そして2人の調和をとっていくためにも、今お互いが見ていく方向性とか、今背を向けていることから目を背けずに取り組んでいくことも出てくるでしょうということで、そしてお相手と一番近い道、もしくはどの道をたどればベストなのかなっていう何通りかあるんですね。たどり着くのか、この道、この2枚を挟むのが一番近い道なんですよね。木のカードとネズミのカード。ただ太陽、ブック、ユリ、ネズミ、お相手と行くのか、道、蛇、お相手と行くのか、ここも2枚なので、この道かこの道が一番の最短ルート、もしくは道、月、棺、星、お相手っていう道もあるんですね。
どの道が一番いいのかなっていう何通りかパターンがあるので、最短ルートからまず行きましょう。木のカード、ネズミのカードというと、木というのはね、信頼関係を育んでいくことだったりとか、でもここにストレスを表すネズミのカードも出ていますし、健康状態を表すカードでもあるので、お互いの心身のバランスをしっかりととっていきながら、その中でもお互いコミュニケーションをとっていくことっていうのが最短ルートになっていくかもしれません。どうしてもこのネズミのカードっていうのは避けて通れないところで、お相手が背を背けているところでもあるので、お相手のストレスを癒してあげることに今注力を注いでいくのもいいかもしれません。癒しの存在で自分があることもいいかもしれませんね。そしてあとは道のカードと蛇のカード。あなたが何か背けていること、その中に選択していくことがあります。それを決めていって、ここも乗り越えていかなければいけないところで蛇が出てきています。他に好きな異性がいるのかなとか、あと嫉妬してしまう気持ち、独占したい、本当はねずっと一緒にいたいとか、毎日連絡したいっていう気持ちがあるんだけど、ぐっとこらえてお相手とコミュニケーションをどうやって取っていけばいいのかなってことを考えるのかもしれません。この蛇を乗り越えていく、自分の心にしがみついているもの、しがらみ、まとわりついているもの、これから解放されていくと、お相手とも心地よくなっていきますね。このどちらかが最短ルートっていうのがあります。体調面かな、心身のバランスっていうところが出てきていますね。お相手の心を癒してあげること、もしくはあなたが選択していくことと、お互いのモヤモヤを解消させていくこと、これが一番の最短ルートです。もしくはこのような道もありますよ。あなたが今成功させたいと思っていることは、お相手とデートしたいとか、約束したい、交際したいとかあると思います。目標を達成させたい、ハッピーなことを考えていますね。そのためにもいろんな情報を集めることだったりとか、本のカードっていうのはいろんな意味があるんですけど、でも積み重ねていくことっていうのもここで現れているかなと思います。今2人の関係性がまだ片思いの関係性であれば、もっと信頼関係を築いていくだったり、親密な関係性になっていくっていうのも必要になってくるでしょうし、いろんなアプローチ方法をあなたが考えていくのかもしれません。このユリのカードは調和を表していますから、お相手と仲良くなっていくためのアプローチ方法をあなたがいろいろと考えていく。ただしここやっぱりネズミのカードがどうしても通り道に入ってくるので、やっぱりこのお相手の抱えているストレスだったり悩み事っていうのがどうしてもここに入ってきますね。それをどのように乗り越えたりとか癒していってあげるとか、いろんな方法があると思うので、それもここで考えることになるかもしれません。あとはこの方法ですね。選ぶことでロマンチックなことも起きるでしょう。この道を行くと。ただしここですね、一つの区切りを迎えることが出てきます。ただしそれは諦めなければお相手にたどり着くようなことが出てきますってことが言われているので、あなたが選択することで一つ区切りがつくだろうっていうことは言われてるんですね。はい、それはお相手に関係しないことかもしれません。あなたの生活のことだったりとか、お仕事のことかもしれないですね。何かしら自分の中で区切りをつけるために選択していくんだっていうことですね。ただそれをすることでロマンチックな展開もありますよってことが言われています。いろんな道があるので、この中であなたがどの道を選んでいくのかっていうのを今アプローチ方法考えてみてねっていうふうに言われていますね。はい、ではここ最後に出している4枚のカードがアドバイスカードです。ここどうやっていけばお相手に良いアプローチをしていけるのかっていうアドバイスですね。ハートのカード入っています。あなたが愛を伝えていくお気持ちだったり、その仲良くなりたいんだっていう気持ちだけでもいいんですよ。それを言動に表していくことだったり、ここ指輪のカードも入っています。約束っていうのが出てきていますから、お相手と何かしらの約束を取り付けるってこともいいでしょう。
そして怒りのカード、こちらは固い信頼関係、絆だったりとか、あと一部ではお仕事のカードを表しています。お仕事が関係している、例えば職場恋愛とか、そのような方はお仕事っていうのも一部入ってくるかもしれません。仕事、職場を通じてお相手と何かしら仕事上でも構わないので、何か約束を取り付けるってこともいいかもしれませんね。職場の中で育んでいく、そういうやり方もいいよってことですね。職場が全然違うよとか、お相手の職場に自分は全く関係ありませんっていう方は、固い信頼関係を結んでいくっていう方向で見てください。どんな荒波が来ても自分たちは揺れることないよっていうぐらいの固い信頼関係を結んでいくっていうのもいいですね。はい、そしてここクロスのカードも出ています。あなたにとっての掴み取るもの、今成功させたいこと、一番の直近の目標っていうのを立ててみてください。それはそのお相手と連絡取りたいってことかもしれない。もしくは浅い関係性だったら連絡先を知りたいってことかもしれないし、プライベートで仲良くなりたいっていう方もいるかもしれない。もっと近づきたい、仲良くなりたいとか、親密になっていきたいとかっていう方もいると思います。それぞれの関係性によって変わってきますが、今あなたの一番直近の目標は何ですかっていうところです。それを叶えるために今目標を立てていきましょう。直近の目標に対して動いていくことがいいでしょう。はい、あなたの真心が伝わるようなやり方でやってみてください。一つ何かをつかみ取りましょうっていうことが言われています。で、掴み取るんだったら前向きな方向で掴み取っていきたいですし、そのアドバイスカード以外にも並びとして今いいので、確かにお相手と今違う方向は向いてはいるんですが、2人の見ているところって輝かしいものなのでね、ここも期待していいのかなと思います。新しい関係性が始まっていくよっていう方もいると思いますね。はい、ではそうですね、見ていきましょう。中にはお相手、お仕事今忙しいとか、ストレスかかってる、負荷がかかってるっていう方もいるかもしれないですね。はい、ではね、どのようにアプローチしていくのか何通りかあるので、この中であなた自身がやりやすいアプローチ方法っていうのを見つけて参考にしてみてください。あとはアドバイスもらっていきましょう。タロットカード、そしてトランプからラッキーナンバーも出していきましょう。例えばお相手を誘う日時だったり、デートの日時ですね、だったりとか、連絡してみると良い時間、日にち、そういうのも出していきましょう。ラッキーナンバーです。はい、おっと7番ですね。ドリーム、夢のカードが入ってきています。今多分あなたの中でいろんなアプローチ方法っていうのが頭を巡らせていると思うんです。もちろん選んでいかなきゃな、何かを選ばなきゃなとか、そういうのも出てはきているんですけど、2人の関係性をより良くしていくためにどうしたらいいのかなっていうのを多分一番に考えていると思うんですね。はい、その中でも一つに絞っていくといいでしょう。ただし焦らなくてもいいです。悩んでいるのであれば、いろんなアプローチ方法を探ってみるのもいいねっていう風にここで入っていますから、このアプローチ方法をやってみて、なんかこうピンとした反応が返ってこないなと思ったら、手を変えてこっちやってみるとか、いろいろやってみてもいいでしょう。その中から学んでいく、あなたが経験して、あ、そっか、このやり方がいいんだっていう風に結果として掴み取れるようなものがありますから、迷っているうちは待ってから決めてもいいし、あれこれ手をつけてみてもいいし、一つに絞ってもいいし、今まだ選択するところに立っているから、どんな風にやっていくのかとかね、そういうところも決めていけるよっていう風にアドバイスも入っています。ラッキーナンバーは7番です。はい、そしてタロットカード、こちらは大アルカナのみ入ってますが、正位置でアドバイスをもらっていきます。一回飛び出たものはしまっていきます。お相手の状況的には今あんまり、そうだな、
恋愛一色とか嬉しいことだけではなくて、自分自身の中で課題として感じているようなことっていうのもあるので、それはお仕事かもしれないし、それ以外のところで今ちょっと負荷がかかっているような現状でもあるので、お相手の状態をよく見ていきながら近づいていくといいんじゃないかなっていうふうに出ていました。はい、ではデスのカードが入っています。こちらは新しい生命の誕生と育成っていうのがワードで入っています。スタート、変化、生まれ変わるっていうのがキーワードで出てきています。このカードの持つ意味は、過去の自分から脱皮してさらに生まれ変わることです。古いものを終わりにして再生や変化の時が来たと前向きなニュアンスで捉えてください。新しい命の誕生や命を育成することなども表しています。命っていうのはいろんな意味で捉えることができます。新しい関係性だったり、新しい形を育んでいくとか、いろんな意味がありますので、様々な意味で捉えてください。過去のしがらみを捨てて新しいものを手に入れる、新しい環境に移るという意味もあります。このコウノトリさんのカードも出ています。新しい変化を受け入れていく、共通して同じようなことがアドバイスとしてここでも入ってきています。新しい変化や転機を迎えているということですね。で、ご自身のタイミングで構わないので、今だというふうに思った時にはご自身が思う方向に進んでいくといいでしょう。また新しい学びの対象に出会うきっかけにも恵まれます。ブックのカードも出ていましたね。お相手と一緒に共通の趣味を始めるとか、同じ学びをするっていうことも関係してくるかもしれませんね。このあたりを見ていると、2人で一緒に趣味を共有するっていうこともいいかもしれません。コミュニケーションのカード、毎日積み重ねる小さな幸せ、そして信頼関係っていうね、パートナーを表すカードも出ていますから、このあたりうまく当てはめてご自身の中でアプローチしてみてください。これから変わっていく、変化が感じられた、そんなサインを見逃さないようにしていきましょうっていうのを表しているカードです。そしてお選びいただいたこちらの選択肢からもメッセージをもらっていきます。チャレンジと書かれていますね。もしも迷っているなら今が一番いい時です。チャンスを逃さないでください。チャレンジした人だけが願いを叶えられるんです。というメッセージが入っています。タイミングはご自身で掴んでいくものです。今だと思った時にはすぐ選択していくのか、それともちょっと時間を待って選んでいくのか、いろんなやり方が今ありますし、そうですね、いろんなアドバイスをもらっていても変化に乗っていくためには今準備しておくことも必要でしょう。タイミングがやってくるまでいろんなことを積み重ねていくのもいいですし、まだ自由です。どんな風に進めていくのかっていうのはすっごく可能性が広がっているし、選択肢もたくさんあります。その中でどうやってやっていくかっていうのをやってみてください。それもチャレンジの一つですねっていう風に出てきていました。今回はグランタブローを使って今お相手にどんなアプローチをしていけばいいのかっていうのに焦点を当てて見ていっています。ぜひ参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。こちら2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、お相手にどんなアプローチをしていけばいいですかというのをグランタブローを使って見ていきます。はい、2番をお選びいただいた方、王様のプリンアラモードです。よろしくお願いします。おっと、こんなところに1番の札が入れ替えていきます。下げ忘れていました。申し訳ありません。では2番の方はこちらのルノルマンカードを使っていきます。シャッフルして並べていきます。少し大きいので重ねて並べていきます。
はい、それでは見ていきましょう。どんなアプローチをしていけばいいのかということで、ちょっとこのルノルマンカード、サイズが大きくて重ねてしまって見えづらくてごめんなさい。絵柄が見えづらいかもしれないですね。全部、価格に入りきらないかもしれない。だけどお伝えしていきますね。でまずここで言えるのは、お相手と仲良くなっていく、仲を進展させていくために、まだあなたの中でお相手に素直になれていないところがある。例えば恥ずかしくてまだ言えていない気持ちがあるとか、それはいきなりね、好きだって言えっていうわけじゃなくて、仲良くなっていくためにもっとお互いが見せ合っていくアプローチ方法がいいんじゃないかなっていう風にカードが教えてきてくれています。すごく今可能性に満ち溢れているので、前向きに捉えてください。私なんてとか、あと感じるのは、仲良くなりたいんだけど遠慮してしまっているような気がするんですね。本当はもっと深い仲になっていきたいんだけど、でもあまり積極的にとか慣れ慣れしくしてもダメなのかなとか、あなたの中でどこかセーブをかけてしまっているような感じをこのカードから受けますね。もっとね、そんな必要ないから自分を押し出していってもいいんだよっていう風に、恥ずかしがらずに自分の気持ち打ち明けてごらんっていう風に出てきています。ここわからないんだ、教えてとか、そういう些細なことで構わないんです。あなたもそういうことを望んでいるんじゃないかなって思うんですね。いきなり交際するとか、いきなり結婚するとかね、交際している方でも次の段階にすぐ進むのではなくて、まだ積み重ねていけるところがあるんじゃないかなっていうふうにあなたの中でも思っているでしょうし、毎日毎日のこの重ねていくことっていうのを大切にしていきたい、育んでいきたいなっていうお気持ちがあります。で自分の気持ちを全て見せることはできなくても、少しずつでも変えていきたいなっていうお気持ちもあるでしょう。そして一人ぼっちはやっぱり寂しいなっていう風にあなたの中で感じてるところがあるんじゃないかなって思うんです。まだ心の中に秘めている情熱とか見せきれていないものとかっていうのもあるので、お相手に伝えていくと、お相手ね、今状態すごくいいので受け止めてくれるし、その度合いは確かに必要ですよ。いきなり付き合ってとか言っても、状態いいと言ってもね、いいよっていう風にならないかもしれないので、お互いの距離感を徐々に詰めていくような感じでアプローチしていくといいんじゃないかなと出てきています。今遠慮しがちになっていることも見せていくといいのかなって、距離が縮まりやすいかなっていう風に出てきています。いろんなことをお二人の間で経験してみてください。まだね、その連絡先知らないんですっていう方は、まずそこからっていうのもありますし、その交際されている間柄と浅い関係性の方ってそれぞれやはり距離感っていうのが違ってくるので、その中でもご自身が言えることとか言えないことっていうのもいろいろ変わってくるので、ご自身の環境とか関係性に当てはめてお受け取りください。今2人の関係性バランスうまく取れる時、今ちょうどいい時なんですね。だから仲を進展させていくことだったりとか、ご自身が変わるチャンスです。今までここ変えられなかったお相手との関係性を進めていきたくてもなかなか進めていけなかった、そんな自分を変えるタイミングがやってきてるよっていう風に出てきていますし、2人のバランスもうまく取れていきますね。お相手も状態がとてもいいです。またお相手的には何か叶えたいことがあるとか、それはあなたとの恋愛関係を進めていくこともそうだと思いますしね。仲良くなりたい、あなたに対して決して悪いイメージを持っていないので、あなたの方から働きかけていくとより距離が縮まっていくんじゃないかなというふうにも出てきています。ちょっと一回この4枚をここに置かせて見させてください。で、お相手が今目線の先にあることっていうのはブーケのカードなんですよね。でも掴みたいものがあるとか、叶えたいこととかっていうのもお相手の中で今感じてることあると思うんですね。とても無邪気な状態なんです、お相手が。
夢を見ているところもあると思います。だから叶えたい目標、夢があるとかでも当てはまると思いますし、あなたとデートしたいとか仲良くなっていきたいっていうお気持ちも出てきてるかなって思うんですね。あなたが働きかけていくと受け止めるよっていうのもあります。もしくはお相手もね、仲良くなりたかったんだっていう嬉しい言葉をかけてくれるとかっていうこともありますね。すごく状態はいいです。背を背けているところには木のカードが出ていますけど、でもこれは2人の信頼関係を育んでいく、どうやってやっていけばいいのかなっていうのはお相手の中でも感じていることですね。まだあなたの素顔が見えないというか、関係性が浅い方だとしたら、お互いの本音でまだ話し合えていなかったり、仲を深めていくためにはまずそこだよねっていうところをお相手も感じてるんじゃないかなって出てきてるんですね。で今これが交際していますよとか、仲が深いんですっていう、これから交際に発展していこうと思ってますよ、ある程度仲がいいよっていう方だとしたら、それでもお相手はそれプラスアルファのことを求めていくためにも、まだそのお互いの見せ合っていない本音だったり、それはぶつかり合いかもしれない。ぶつかることによって本音をさらけ出すことや弱いところを見せ合うことで支えていきたいって思えるようになったりとか、いろんなことをお互いまだこれから経験していくことが出てくるねっていう風にあるんですね。いろんな思い出を作るだけではなくて、いろんなことを経験していくだろうっていうのがあります。もちろん今までも経験してきたよっていう方もいるでしょう。お相手とぶつかったよっていう方もいるでしょうしね。ただどんな関係性であれ、これから先もそういうことは出てくるだろうし、それがあるからこそお互いの弱いところを見せ合うから分かり合えるものとか、分かち合っていけるもの、共有していけるものっていうのが出てくるよっていうふうに出てきています。とてもいいバランスです、今2人は。そしてあなたの方からも積極的に自分自身を打ち出していく時ですね、新しい変化を求めて動いてみましょうっていう風に出てきています。またはもうすでにそういう風にやってったんだよっていう方もいるかもしれませんね。お互いの関係性を変えるために自分から働きかけたんだ、努力したんだとかね、アプローチしたんだっていう方もいるでしょう。いずれにしろまだ動ける余地があるよっていう風にも出てきています。すべてはあなたの胸の中に眠っています。まだ秘められているよっていう風に出てきていますね。今お相手と連絡取り合えているよとか、今仲を育んでいるよっていう方は、日々のお相手との積み重ねっていうのを大切にしていきながらも、ご自身のお気持ちを徐々に見せていくといいのかな。遠慮しているところをあまり変な気を使うことなくね、必要最低限は必要ではあるんですが、あなたはでもその最低限以上に気配りをしていたりとか、遠慮がちになっているところがあるかもしれません。それはでも自分が傷つきたくないからとかね、こうやって言ってしまったら怒らせちゃうのかなとか、うまく進まなくなっちゃうのかなって、どこか遠慮がちになっているところがまだあるので、それを打ち出していく、打ち壊しても自分はねこう思ってるんだよってことを伝えていくと、今のお相手だったら受け止める準備、余裕っていうのがあるから、仲良くなっていけるきっかけになりますよ。引きこもっているようなところも少しだけあるんですよね。でもそれはあなたが持っているものでもあります。個性の一つでもあるので、無理に変える必要はないんだけど、でも変えたいなとか、自分の気持ち少し話してみたいなっていう思いがあるのであれば、今そこから抜け出してもいいかもしれないねっていうふうには出てきています。はい、そうですね。これがお相手とうまく付き合っていくため、仲を進展させていくためのアドバイスカード4枚出てきています。あなた自身にかかってるよっていうところもあります。どんな風に受け止めて、どんな風に動いていくのかっていうのは全てまだあなたの心の中にありますよっていうことです。そしてあとお相手が考えていることとかも見ていくと、状態がいいので、よりいいものになっていくでしょう。そしてどんな風な道をたどっていけばいいのかなっていうアプローチ方法をね見ていきます。ちょっとこのカード大きいので少し分かりやすいように見たいんですけど、まずこういう風に進んでいくと一番いいのかなとも思いますし、この道でもいいんですよ。
はい、でもいいですし、あとはクローバー、キツネ、星、ブーケ、お相手っていう感じで回り道してもいいですね。どのように回っていっても、今素晴らしい道がたどっていけますから大丈夫。そしてあなたがこれから先迎えていく、まだね未来がちゃんとはっきりと、でもねルノルマンカードもタロットカードも未来を予言するものではないんですけど、それでもそのあなたの中でまだまだこれから可能性がぐんと今広がっているところだから、まだはっきりとしたこの先の未来っていうのがカードでは出ていない状態なんですね。でも状態はすごくいい。そしてじゃあどうやって辿っていけばいいのか、まず回り道する方法で見ていきましょう。まずあなたからお相手までのこの4枚ですね。クローバー、キツネ、星、ブーケという風に出てきています。ここですね。動かしづらくてごめんなさい。そしてこの辺りですね。まずここ、日々の小さな嬉しいこととかっていうのを大切にしていきましょうっていう毎日の積み重ねってことを表しているクローバー。そしてキツネのカードです。あまり慎重になりすぎることなく、今自分の気持ち見せていくといいのかなっていう風に出てきている、一人ぼっちでいるキツネのカードなので、もしかしたらあなたが今待ちの姿勢でいるのかもしれません。いいことあればいいなとか、できるんだったら向こうからやってきてくれるといいなだったり、あとはもうすでにアプローチしていて、あとはお相手の動きを待っていますっていう方もいるかもしれないですし、この待ちの姿勢、もしくは自分の本心とかまだ素直になれていないところ、秘めているところがあるのであれば、仲良くなっていくためには自分の気持ちもう少し見せていくのもありだねっていう風にも出てきています。そして自分磨きをすることもいいでしょう。日々自分ができることを取り組んでいかれるといいのかなっていうのも出てきています。星のカードですね。お相手と仲良くなっていくために、まだでも諦めるとかそういう選択肢はあなたの中にはないんじゃないかなって思うんですね。万が一このお相手と進展していかないから諦めた方がいいのかなっていう風に感じている方もしいるのであれば、今それ諦める必要ないよっていうのは出てきています。だから大丈夫、願いが叶っていきますよって。そしてこれは嬉しいことやサプライズを表している、プレゼントを表すような、ブーケのカード、またはこの絵柄ドリームキャッチャーにも見えるので、あなたの夢っていうのはお相手と仲良くなっていくとか交際することってことで今焦点当てて見てるので、うまくアプローチしていける方法がちゃんとあるから、あなたの今叶えたい夢に向かって諦めずに進んでいけば掴み取っていけるんだよってこと。このアプローチ方法がまず回り道ではあるんですけど、まずねこの方法もあります。毎日できること、小さいことでもいい、毎日じゃなくてもいいから定期的に日々積み重ねていけることやってみてねっていう風に言われていますね。そして最短ルートでもし行くのであれば、まず2パターンあって、まずはこちらですね。どうしてもやっぱりこのクローバーっていうのは通るみたいですね。クローバー、あなたが自分の気持ちを少しずつ見せていくことも必要だし、あまり深く考えなくてもいい。だから今は純粋にお相手と楽しむ時間を持つことも必要でしょう。ロマンチックなこととかもこれから出てくるでしょうし、やっぱりねここに山のカードが出てるから、何かしら自分自身を乗り越えるっていう風に今回は見た方がいいかなと思います。何かお相手との間に障害があるというよりは、今あなたの心を見せていく時とか、そうですね、自分自身が変わっていくために今動いていくことがあると思います。環境を整えることもそうかもしれないけど、自分の気持ちを変えることかもしれない、整えることかもしれませんね。もう少しシンプルにお相手にただ遊ぼうっていうだけでも OK だと思います。物事をシンプルに捉えてアプローチしていくこともいいでしょう。あとはここですね。はい、この2枚です。あなたとお相手を結んでいる2枚がお魚と木のカードです。信頼関係を育んでいく、末永くお付き合いしていくために、そしてこれは豊かさを表しているお魚のカード、一部では金運も表しているんですけど、今回はねアプローチってことで見ていきたいので、これは2人の豊かさに向かって
しっかりとした信頼関係を育んでいくことだったり、土台を安定させることかもしれません。大きな木を育むために、あなたが栄養を与える、自分の心や環境に栄養を与えていく土台作りをしていくのも必要でしょう。豊かなものにしていこうね、育んでいこうねってことが出てきています。そういうことに意識を向けてもいいかもしれません。落ち着いた関係性、もしくはお互いが漂っていけるような、自由に泳いでいるような、その中でも遠くからでもお互いの目線が合う時もあるでしょう。でもがっちりと2人がいつも常に均衡を保っているわけではなくて、いろんな生活の中で2人が絡んでいけるような時間を作っていくってこともアドバイスとして入っているかなと思います。で、あなたの周りを囲むカードも家とクローバーのカードなので、どちらかというと落ち着いた関係性をお相手と育んでいきたいっていうあなたのお気持ちもあるでしょうし、一部では自分を変えていきたい、新しくしていきたい、積極的に働きかけていきたい、純粋に楽しんでいきたいっていうあなたのお気持ちも現れていますから、どちらも大事にしていいと思います。はい、大丈夫ですよ。どっちも大事でいい。どっちか一つに選ばなきゃいけないってことは今はないので、お相手の状態もいいので、ロマンチックな出来事もあるでしょうし、そして自分を変えたいと思って動いたことによって変わることも確実に出てくるっていう風に出てます。はい、どのような道をたどってお相手にアプローチしていくのか、今回3パターン出ていましたね。その中でご自身が今できそうなことやってみてくださいねって、ただしあなたから働きかけるといいかなという風に出てきていました。では具体的なナンバーを出していきましょう。例えば連絡するんだったらいつがいいかなとか、何日後、何日とか何時とかね、そういう具体的な数字を出していきます。そしてアドバイスももらっていきましょう。お互いが無邪気に遊べるようなことをやってみてもいいかもしれません。今流行りのゲーム、アプリだったりとか、そういうことをお互い共有して楽しんでもいいし、無邪気にキャッキャキャッキャやってもいいと思うんですね。それぐらいお相手に今余裕がある状態なので、やってみようみたいな感じで誘うといいよいいよっていう風に言ってくれるかもしれません。はい、ラッキーナンバーは9番です。いいですね、これは。あなたが今向かっていること、やっぱり積極的に動いていくことで変わることあるでしょう。それは2人の関係性かもしれないし、もっと仲良くなっていけることかもしれない。もしくは自分自身が新しく良い方向に変わっていくっていうことをあなたが感じるのかもしれません。今あなたがこれ変えたい、より良くしたいと思っていることが自分が動いていくことで変わりますっていう風に出てきました。いいですね。あなたが作り上げること、あなた味で構いません。ホットケーキね、どんな形でもいいですよ。どんな焼き方、蒸し方でも構いません。どんな味付けでも大丈夫。自分の満足のいく方向に今向かっていきましょうっていうのが出てきてる。はい、これも参考にしてください。そして最後に、タロットカード22枚の大アルカナ、こちら正位置でアドバイスをもらっていきます。ナンバーとしては9なので、9のつく日、もしくは9日後とか9時のあたりを参考にしてください。はい、これ1枚もらっていきます。ハーミット。今経験値を上げる時期です。未来を信じてくださいっていうアドバイスが出てきています。ちょっと小さいですかね、見えますか。この2枚が、そういえばハーミットも9番なので同じ9同士ですね。このカードです。何が正解かわからないと模索している途中ではないでしょうか。このカードが示しているのは、秘密や水面下など表には出ていない部分にあなたがいるということです。暗闇の中で方向がわからなくなってあたふたしているのならば、ひとまず落ち着いてください。誰も頼る人がいなくても、あなたには自分自身という強い味方がいます。自分と対話をしながら自分を信じて進むことで、光り輝く場所に出ることができます。今の時期に適しているのはリサーチすることや探求することです。
興味があることや必要なジャンルの知識を集めていくうちにトンネルを抜けていたなんてこともありますよ。経験値を高める時期でもありますので、困難なことがあっても前に進み続けてください。気分が落ち込んだら映画や音楽を鑑賞してスカッとする作品で気分転換をしていきましょうというね、アドバイスも出てきていました。はい、そしてこちらですね、お選びいただいた王様のプリンアラモード、それでいい。そう、それでいいんです。あなたが決めた答えが全て正解ですよ。王様のように堂々としていてくださいねっていうカードも出てきていました。後押ししてくれていますね。あなたの中に答えが眠っています。今変えようと思っていること、そして進みたいと思っている通りにやってみてくださいっていうのもね、ありました。ぜひ参考にしてください。今回はグランタブローを使って今お相手にどんなアプローチをしていけばいいのかというところに焦点を当ててみていきました。これからもいろいろなリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、お相手に今どんなアプローチをしていけばいいですかというのをテーマに見ていきます。ルノルマンを使ってグランタブローを見ていきます。よろしくお願いします。3番をお選びいただいた方、愛の花束クレープです。はい、愛っていう風にはっきりとワードが書かれています。では見ていきましょう。ルノルマンカード展開していきます。はい、それでは見ていきます。そうですね、今この並びを見ていると、まず一つ考えられるのは、お相手が今目を背けているところに選択、道のカードが出ているので、どっちにしようかなとか、どちらを選べばいいのかな、何を優先していけばいいのかなっていうところを今あまり考えたくない、目を背けているっていうところがあるし、今お相手の目線の先には山のカードが出ているので、これは一つの課題だったりとか、ご自身が乗り越えるべきことで、今これが目線の先にあるということは、今このことで目の前がいっぱいになっているような状態なのかなというふうには出ています。ただし何かを決めていったりとか、自分自身が一つ何か選んでいかなきゃいけないことは出てきてるのかなとは思います。ただしそれは今すぐは決めたくないっていうようなお相手のお気持ち出てきていますし、状態としてもいい時もあればちょっと崩れていたりとか、どちらもあるかなっていうのもあります。ストレスを表すようなネズミのカードも出ていますし、ロマンチックなことを表すような月のカードも出ているから、両方考えていることとしてあるのかな。で、どちらも解決させていきたい。例えばロマンチックな展開っていうのもお相手作り出していきたい、何かのきっかけが欲しいなっていうのも感じているし、またはストレスに感じているようなことから抜け出すようなきっかけが欲しいっていうことも今考えていたりとか、いろいろあるんですよね。新しく関係性を変えていきたい。それはあなたとのことかもしれないし、自分自身の環境の変化っていうのを求めているかもしれない。ストレスをなくして新しいところへ行きたいとか、そういうことも出ているかもしれないですね。対人関係のことでストレスになっているんじゃないかなっていうのは出てきています。はい、なんか日々ね、毎日頑張ってるのにうまくいかないなとかっていうことを感じてるのかなっていうこと、そしてもう一つは恋愛かお仕事かっていう
究極の二択のようなことを今お相手の中で実は感じてるところがあるんじゃないかなっていうのがあるんですね。なんかどういうことを自分が乗り越えていけばいいのか、そのきっかけがまず欲しいっていうこともそうですね。ストレスから解放されたいってこともそうです。で、恋愛、お仕事っていうのが出てきているので、どちらかを取るっていう方もいるかもしれない。今どちらかを優先させていかなきゃなっていうふうに考えている方もいるのかなっていうのは出てきています。そしてあなたがどういうふうに進めていけばいいのかっていうところもね、見ていきますよね。もしあなたがお相手と同じ職場にいるとか、仕事で関わり合いがあるとか、例えばね、お相手の勤めている先にあなたが訪れたりとかするように何かしらの接点がある方っていうのは、やはりお互い、もしくはお相手のお仕事、職場、勤務先っていうところが関わってくるかもしれません。これから先仲を進展させていくためにも、ここお相手のお仕事っていうのは配慮していかなければいけないかもしれないですね。ただしその中でも前向きにお互いの関係性を育んでいくために、今あなたがやっていけることが出てくるよっていう風なアドバイスはあります。そしてそれに向かって取り組んでいけば成功への道が開けていきますし、もっとより良い関係性になっていくってことも出てきています。そして何が必要かっていうのは、あまりいろんなこと考えたりとか、先行き見えないからどうしようとか、先のことばかり考えるのではなくて、もう少し自分の気持ちに寄り添った方法でアプローチしていってもいいのかなっていうのは出てきていますね。そうですね、あまりいろいろ考えすぎる必要なくっていうところです。本当は自分は何がしたいのとか、何が望んでいるの、あなたの願いは何、それに対して今のお相手とどんな関係性を育んでいくっていうところに焦点を当てていってもいいと思います。お相手のお仕事こうだからああだからっていうことに割合を割いてしまうと、ご自身の本当の願いについて進んでいけなくなってしまうので、確かにお相手のお仕事のこととかっていうのは考えたりする必要は出てはくるんですけど、そればかりではいけないっていうところもあるので、うまい塩梅でっていうのはあります。そしてお相手とあなたが同じ職場とか、例えば仕事絡みで全く関係ないよっていう方だとしたら、お相手との恋愛関係を育んでいくにあたって、ここ強い信頼関係っていう風に捉えていただいてもいいと思います。そうですね、でも同じ職場とか仕事絡みの関係性から、これから恋愛関係として発展させていきたいっていう関係性の方が多いのかなっていう風にも感じ取られますね。もし職場仕事全く関係ないっていう方だとしても、お相手との信頼関係ってある程度作られていると思うんですね。そしてそれプラスアルファで今進んでいきたいとか、進めていきたい、変えていきたいものがあるとかって、愛を確認したいとかね、そういうところにいらっしゃるのかなとも思います。はい、そしてお相手、そうですね、お相手の今の現状として期待、胸弾ませるようなこともあるんですけど、でもやっぱりそうだな、ストレスや課題を乗り越えていくために何かしら抜け出すタイミングが欲しいっていう方に今は集中されているので、そのお相手に対してじゃあどういう風にアプローチしていけばいいんだろうっていうところを見ていきましょうね。そうですね、あなたのところを見ていくと、やっぱりお相手とコミュニケーションをとっていく、どうやってねコミュニケーションをとっていこうかなとか、仲を深めていこうかなっていうところに今あなたがフォーカスしているみたいですね。ただしお相手と向かい合ってる状態なので、だから全く別の方向を向いてるわけでもないし、2人はお互いのことをちゃんと視野に入っています。だからお相手的にはあなたを無視してるわけではない、あなたのことを視野に入れながらも、今取り組んでいかなきゃいけない目の前の課題を何とかしなきゃなってことに今追われているのかなっていうのはありますね。そしてあなたの方で背を背けているところに星のカードが出てるんです。本当はあなたは我慢してるんじゃないかなっていうのが出てるんです。諦める必要ないんだけど諦めるところがあったり、例えばねデートにお誘いしたいんだけど忙しそうだから
今は控えた方がいいのかなとか、自分で仲良くなっていきたい、アプローチしていきたいんだけど、このお相手のことを考える、取り巻いている状況のことを考えると、なんか自分が出ていってもいいのかなっていう風に、なんか自分を抑えていたりとか、まだ秘めた思いのままでいるとかっていう可能性があるかなと思います。だからどうやってコミュニケーションを取っていけばとか、どうやって仲良くなっていけばいいのかなとかね。中にはコミュニケーションがうまく取れないから、取れそうなのに取れないから諦めた方がいいのかなっていう風に感じていたりとかっていう方もいると思います。そうですね、この先でも諦めない方がいいよっていう風にカードは出ていますから、もしお相手との間に何か距離を置こうとか諦めようとかっていう風に感じている方は、今その必要はなくて、確かにお相手の状況を見て動いていくことっていうのは必要にはなってくるんですけど、でもあなたの願いだけは諦めないでねっていう風には出てきているんです。はい、そしてその願いは成功していくし、愛のカードも出てきていますからね。あなたとお相手の愛を育んでいくことに今フォーカスしていくといい。そのためにはコミュニケーションっていうところが鍵になってくると思います。さあ、ではどうやってアプローチしていけばいいのかっていうところを見ていきましょう。まずルートとしては、このようなルートで4枚のカードを挟んでいくのか、この1、2、3、4枚のカードをたどっていくのか、もしくはこの1、2、3、4、4枚のカードをたどっていくのか、あとはですね、この辺りでしょうかね。こう行くのか、こう行くのか、こう行くのかっていう、どの場合にしても4枚通ることには変わりないですね。3パターンで見ていきましょう。まずこちらからですね、無知、船、熊、山というふうに出てきています。そうですね、これが一番そうですね、遠回りになるかもしれないし、でもどの道をたどったにしろ、その選択をするのはあなたなので、今ご自身の中で一番取り組みやすいアプローチ方法を参考にしてみてください。まずここになってくると、無知のカードが出てるので、これはあれかな、この自分で遠慮しているところがあるとか、自分を抑えているところがもしあるとするのであれば、そこを打ち出していこうっていうふうに教えてきてくれるかなと思います。またはちょっとだけお仕事っていうイメージも入ってくるので、お相手と何かしらお仕事絡みの方も多いんじゃないかなって思うんですね。講師の分け方をどうしようかなとか、仕事上の付き合いがあるからプライベートにお誘いしづらいとか、何かしらお仕事が関わってくるような気もします。どうでしょう。そうじゃないよっていう方は、自分自身をアピールしていくためにも、今自分を押し出していく勇気が必要だねっていう風に読み取ることができます。そしてお相手との仲を育んでいくために、あなた自身が動いていく、積極的にアプローチしていくことも必要になってくるでしょう。ただし乗り越えなければいけないことも出てきます。そうですね、なんかお仕事やっぱりそう絡んでくるかなとは思うんですけど、仕事上の関係性を超えてプライベートの中に発展させていくためには、乗り越えていかなければいけない課題だったり、あとはここですね、誰かそうです、お互いにとっての仕事上関わりのある人々かもしれませんし、仕事そのものかもしれないし、今お相手の中でウェイトを占めているもの、これを乗り越えてあなたが進んでいくっていうことが必要になってきます。どんな荒波でも船は進んでいく、うまく進めていく、舵取りしていくんだよってことを教えてくれてるので、コントロールしながら進んでいくっていうことですね。はい、そしてこれがまず一つの道で、次はこの道をたどっていきましょう。コミュニケーション、タワーのカード、月、山です。で、この場合はコミュニケーションをとっていく。そしてこの塔のカードっていうのはいろんな意味合いを持っているんですけど、この場合はまず視点を変えてみましょうっ
もう少し高いところから目線を合わせて、視野を広く持つとか、違う視点で物事を捉えてみるとか、コミュニケーションをどうやって取っていけばいいのかって今までは何通りかしか考えてなかったんだけど、実はさらに上があるんだってことを知るのかもしれません。いろんなやり方を模索するのかもしれないし、お相手とのコミュニケーションを築いていくためには、今あなたの心を開いていく必要もあるねっていう風にも出てくるのと、でどのようにコミュニケーションを取っていけばいいのか、で信頼関係を積み重ねていくってことも大切だし、同じようなことを繰り返し行われていくのがイメージとして入ってくるので、 LINE だったら LINE で積み重ねていくこと、ラリーしていくことっていうこともここで言われてるかな。あとはロマンチックなカードの月のカードが出てるから、ロマンチックなことを連想させるようなワードを使ったりとか、デートにお誘いするとかっていうこともいいでしょう。夜の時間帯を使ってお相手と密に連絡を取り合うってこともいいでしょう。ただし山のカードが入ってるから、やはりこれらのことをやるにはあなたにとっては勇気のある行動になるだろうし、立場の関係性を超えて連絡を取っていくってことなのかなっていうふうにも思います。ロマンチックな展開を持っていきづらいようなお互いの間柄、ただし仲は悪くないので接点はあると思うんですね。誘おうと思ったら誘えるんだけど、ロマンチックな展開に持っていきづらい、今社会的立場があったりとかっていうのがあるのかなっていうのは思います。だからこのどんな風に展開を持っていくのか、今の状態だとちょっと難しいんじゃないってあなたの中で思ってるかもしれないけど、実は視点を変えると、アプローチの仕方を変えると持っていきやすくなるかもしれません。いずれにしろ今お相手の目の前にある障害ってことをあなたも一緒に取り組んでいく必要が出てくるかもしれません。このルート、もしくはこっちのルートもそうですね。あとはこっちのルートです。コミュニケーション、そしてクロス、雲、鍵というふうにあります。これは先ほどもお伝えした通り、お相手がストレスに感じていることや乗り越えなきゃいけないことに対してのきっかけが欲しかったりとか、ロマンチックなことをお相手も考えているんですよ。多分あなたのことを視野に入れているので、あなたのことも考えながら今自分の中で決めなきゃいけないことだったり、乗り越えなきゃいけないこと、モヤモヤを打ち消したいことっていうのもそれぞれあると思うんですね。その何かしらのこの抜け出すきっかけが欲しいっていうところにあなたも同じく共有していくっていうアプローチ方法です。コミュニケーションはやはり必須になってきますね。ただご自身がモヤモヤするお気持ちだったりとか、見えない先行きのことに対して不安に思ったりとかする必要は今はなくて、どちらかというとね、お相手の状況もそうなんですけど、まだそのお相手の状態があまり良くない、ハッピーな状態ではないので、やっぱりストレスだったりとか試練課題っていうのも出てきていますから、そこに一緒に取り組んでいくっていう風になると、なんか気軽に誘えないなとか、すぐに発展しないのかなっていう風に思うかもしれないけど、でもその中でもお互いの時間、ちょっとした時間でもいいので会話すること、コミュニケーションを取っていくことっていうのを大切にしてみてくださいって。そうですね。まだそのモヤモヤが残ることが出てくるかもしれないし、すぐには解決しないかもしれないんだけれども、でもこのきっかけをつかむことを手伝ってあげる。で、お相手のまずストレスや試練、今乗り越える課題、お仕事のことかもしれないし、それをクリアにさせていく、一緒にね手伝っていくと仲が縮まっていくっていうようなアプローチ方法っていう風に出てきています。いずれの形にしろ簡単に2人の距離がぐっと急接近するようなことっていうのはどうかなっていうところもある。だけどですけど、ハート太陽ってね、ここに出てきています。これね、ピンカードって言って、この4隅のカードが大切なカードですね。お相手、今仕事、恋愛、そしてそれを選ぶっていうところがシンプルに出てきていて、それでもあなたにも言えます。あなたもお仕事、恋愛、そして成功させる、成功する、諦めなければ成功する、願いは叶うっていうのがここで出てきている。そして子供のカードも出てるので、
いろいろモヤモヤとかストレスとかどうしようって思うこと、お互い視野に入ってるのにうまくいかない、もどかしいような現状が出てきていて、どうしようとかいろいろ考えてしまうんだけど、一回見えないことっていうところを一回ねシャットダウンして、今自分の心を大切に思っていること、手にしているこの星のステッキありますよね。これあなたの本当の願いとかお気持ちです。ピュアなところっていうのを大切に持ち続けてくださいっていうアドバイスですね。この4枚がアドバイスカードです。では具体的にお相手にアプローチしていくためにナンバーをもらっていきましょう。トランプからもらっていきます。まずはお相手の状態を良くしていくこと、もしお仕事で絡めて言うのであれば、コウノトリさんのカードは移動とかも表しているので、お相手が出張になるとか転勤になるとか移動っていうのも関わってくるかもしれません。距離が離れる可能性もあるかも。それでなかなか会いづらい、デートしづらいっていう方もいるかもしれないし、またはお相手があちこち飛び回っているようなお仕事なのかもしれません。ではナンバーをもらっていきます。4番です。4日後、4のつく日、4時間後、4のつく時間っていうのを参考にしてください。喜びのカードですね。お互いが喜べること、もしくはお互いが2人は本当はね、一緒にいたら落ち着ける、安心できるような関係性、向き合ってますからね。やっぱり心の中にお互いの存在があったりとか、いろんな環境が今あるんだけど、でもそれでもお互い心にいるってことは変わりないので、4のタイミングの他にもお互いが一緒にいて安心できるような時間を提供していくとか共有していくっていうのが大切になってくるかなというふうに出てきています。そしてタロットカード大アルカナなんですね。これ正位置でアドバイスをもらっていきます。具体的にどういうことをしていけばいいのかなっていうのをさらにもらっていきましょう。または今そのお相手には癒しの時間が必要かもしれないし、あなた自身にも必要になってくるかもしれません。はい、エンペラー、これもね4番のカードが入ってきています。今でも地盤を固めることだったりとか、今の環境をひとまず安定させていくことっていうのがお相手にとっては今必要なのかなと思います。それからあなたとの仲を進展させていくことやロマンチックなこと、展開を望んでいくのかなっていうふうには見えています。こちらの、皇帝のカード、テーマとしてはやはり仕事や立場、または社会的地位や成功っていうのを表しています。このカードには仕事の成功や独立などの意味があります。それと同時に守られているということも暗示しています。積極的に行動すればするほど道が開かれていく時期とも言えます。行動力と直感が高まっているので、決断を素早く行い、目指す方向に進んでいくといいでしょう。こんな時にネガティブな未来を想像したり、現実逃避したりするのは NG です。理想の実現や目標の達成には試練もありますが、きっと乗り越えられるはず。あとは後ろを振り向かないことと他人と自分を比べないことが大切です。前に向かって進んでいくからこそ、たくさんのチャンスとそれをつかむパワーが生まれてくるのです。エネルギーをさらに獲得するためにはスポーツ観戦がおすすめです。というメッセージをいただきました。具体的なラッキーアクションとしてスポーツ観戦というのが出てきていました。あとはお互いの癒しの時間を大切にすること、共有することだったり、あなた自身が今自分時間を楽しむことっていうのも必要かもしれません。そしてこちらですね、愛の花束クレープ、こちらからもメッセージをもらっていきます。あなたの愛を表現してください。誰かに花束やプレゼントを贈るのもいいでしょう。日頃の感謝を言動に表していってください。言葉にしてありがとうっていう感謝を伝える、もしくは
形としてプレゼントを贈ることもいいでしょうっていう風に出てきていました。はい、ということで今回はお相手に今どのようにアプローチしていけばいいのかなっていうのをテーマに見ていきました。いろいろと何パターンかアプローチ方法、焦点を当ててみていきましたので、今できることをやってみてください。これからもいろんなリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは4番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、お相手に今どんなアプローチをしていけばいいのか、アプローチ方法について見ていきます。ルドルマンカードグランタブローで見ていきます。4番をお選びいただいた方、天使のスフレパンケーキブルーベリーソース添えということで見ていきましょう。では早速展開していきます。はい、それでは見ていきましょう。お二人は急激に仲が良くなったとか、一目惚れだったり、二人が進展するまでにスピード感があったんじゃないかなと思います。出会ってすぐに仲良くなったとか、今現在の状態もいいんじゃないかと思います。で、お相手の状態がすごくいいので、そして一つちょっとちらっと今感じるのは、お互い思いが通じ合っているんだけど両片思いっていうような感じも受けます。ちゃんと愛があってデートもしている、連絡も積極的にお互い取り合ったりとか、多分お互いのこと好きなんだろうなっていう感覚はなんとなくしているとかっていう方もいるでしょう。あとは一部の方では職場恋愛だったり何かしらの関係性があって、でお互いの関係を今公にできていない、だけどちゃんと気持ちは通じ合っているっていう可能性もあります。でそうでもなくてっていう方だとしたら、本当に今お相手との仲が順調に育まれているんじゃないかなって思います。お相手の状態がすごくいいです。あなたとの間で積み重ねてきたものもあるし、そしてお相手の中では収穫したっていうお気持ちにもなっています。結婚を意識されているっていう可能性がすごく高いんですよね。2人の始まりがものすごくいいので、始まりというか今現在とかこれからっていうのもすごくいいので、お相手の中ではもうあなたのことをチラ見してるというか、例えば同じ職場にいるとしてもあなたの存在が気になっているから横からチラッと見ていたり、そして考えていることも結婚だったり、それをどうやったら成功させていけるんだろう、進んでいきたいなっていうワクワク感とか期待っていうのをすごく今持たれている。あなたと過ごす時間も大切に思っているし、収穫したんだって、大量にこんな大きな収穫が自分のところにっていう風に感じてらっしゃるので、現在交際されている方も多いんじゃないかなっていう風に見えています。もしくは順調に今育んでいるよっていう方が多いですね。ただし気になるのはあなたの状態なんです。あなたの状態が今悩んでいるというか、決めきれないとか、決めるにあたって勇気が必要だったりとか、一つ区切りをつけるために今自分が動いていかなきゃいけない、さあどうしよう、その勇気が自分にあるだろうかっていうような、何かを決めるためには覚悟が必要だっていうふうにご自身の中で感じているところがある。例えばお相手が望んでいる結婚に対してあなた自身の中でまだ結婚ってところまでは考えられていないだったりとか、結婚するんだったらお仕事辞めなきゃいけない、変えなきゃいけないのかなとか、何かしら
そのねお相手を愛していても、じゃあ結婚っていう風になった時に、または交際しようってなった時に、何か自分の中で一つ決めなきゃいけないこととか、区切りをつけなければいけないことがあるっていう風に、あなたの中でプレッシャーとまではいかないんだけど、どこかしら心の中で感じてるものがあるんじゃないかなっていう風に出てきています。どっちつかずみたいなところがある。結婚したいとか交際したい、愛してるって気持ちに嘘偽りはないんだけど、でもそれをじゃあ実現化させていくためには、今私はどうしたらいいんだろうとか、立ち向かっていかなければいけないものがあるとかね、そういうところも見えてきています。お相手はすっごく前向きに捉えていて、もうすぐにでも結婚したいっていうような勢いがあるんです。そこに対してあなたがついていけるのかしらとか、お相手のこの勢いに合わせていってもいいのかしらとか、何かしらどこかで自分が向かっていかなきゃいけない、見せていかなきゃいけないものを感じているような気がします。はい、それはそうだな、どこにあるのかなっていうところも見ていきたいんですけど、まだ伝えきれていないことがある。それはお相手だけじゃなくて周りの人かもしれないし、あとは一人時間が欲しいなっていう風に感じている。もちろん好きなんだけどね、お相手のことは好きなんだけど、自分の時間も大切にしたいとか、他にも大切に思っていることがある。お仕事だったり趣味とかね、目標に向かって取り組んでいきたいことがあるから、タイミング的に今じゃないような気がするとかね、そういうところもあるかもしれない。ただ2人は今燃え上がるように仲が良くて発展しているところなので、だからあなたとしてもそれは手放したくないんですよ。っていうところはあるかなと思いますね。まだね、お相手のように純粋に自分も嬉しい、結婚っていう風に素直に進んでいけないようなところがあるのかなっていうのが出てきています。はい、そうですね。そしてあと見ていくのであれば、結婚っていうねロマンチックなことだけじゃないよねって、現実見ていかなきゃいけないなっていう風にあなたの中では感じていることがあるんじゃないかなとも思いますし、そうですね、家庭を築いていくにあたって自分がまだ準備ができていないというか、あとは現実的に考えてまだ乗り越えていかなきゃいけないところあるんじゃないっていう風に懸念していたりっていうところもありますね。もちろんうまくやっていきたいからこそ、安全に橋を渡っていきたいっていう思いがあるのかなっていうふうにも出てきています。そうですね、お仕事が一部関わってくる方もいると思いますね。そしていいことばかりじゃないよねっていうのがあなたのスタンスなので、お相手的にはもうロマンチックな展開でこの勢いのまま交際もしくは結婚っていうところに自分が働きかけていきたいんだっていうお気持ちが強く出てきています。だけどあなたの中では確かにお相手と結婚したい気持ちがある。だけど先のことを考えるんだったらきっとこういうこともあるだろうな、こういう対策もしていかなきゃいけないだろうなっていうことを長い目で見ているので、そのあたりの違いっていうところも感じているでしょう。ただしその違いを感じるだから結婚したくないとかじゃなくてね、そこは大丈夫。それも範疇のうちで、これから長い人生共にしていくのであれば乗り越えていくこともあるだろうし、時にはねどちらかが健やかじゃない時もあるだろうし、喧嘩しちゃう時もあるだろうしってこともあなたは見据えて物事を捉えていると思います。もしくは結婚するんだったら、交際するんだったら今乗り越えていくことがあるのかなっていうふうにも感じているでしょう。はい。ではそうですね、ここアドバイスカードでもらってます。子供、道、家、星と出てきています。あなたがお相手との仲を進展させる、もしくは今ねここも結婚っていうのが出てきているので、結婚もしくは恋愛関係、深い仲に発展させていくためにってことで、あなたの素直なお気持ち、いろんなこと考えると思いますよ。これもあるからとか、あれもあるからとか、こうしなきゃなとか、仕事がとか、いろいろあるかもしれないけど、本当のあなたのお気持ち、ストンとくるものっていうのを大切にしてください。あとは家庭を築くにあたって、あなたの中でやっぱり選んでいかなきゃ、選んで進んでいかなきゃっていうところに
ここね出てくるのかなっていうのはあります。何を選ぶのかっていうところは人それぞれあると思うので、中には仕事を辞めなきゃいけないのかなとか変えなきゃいけないのかなっていうふうに考える方もいるでしょうし、あとは結婚するんだったら今の自分の生活環境こんな風に整えていかなきゃなっていうふうに何かしらの選択っていうところ、そして選んで進んでいくっていうところで、これがアドバイスに出てきています。ただし何事もあなたのピュアなお気持ち、自分が本当はこうしたいんだっていうね、いろんなしがらみとかを抜きにしてあなたの純粋なる願い、それに向かって進んでいくといいよっていう風に出てきています。そうですね、安心安全を求めるところもあるでしょう。お相手と家庭を築いていくこともあなたの中で視野に入れていると思うので、心配事もあるでしょうが、どんな風に進んでいこうかっていうところで今あなたが決めていくところ、そして決して忘れてほしくないのは、ちゃんとあなたの中の心の中にお気持ちありますから、明るいお気持ちがあるから、そこを見失わないでっていうところがアドバイスとして入っていました。ではどのようにお相手と近づいていくというか、この4番をお選びいただいた方、すでに進展されている方多いんじゃないかなっていうのが出てきてるんですが、でもこのテーマとしてどんなアプローチを今していけばいいのかっていうところで見ていくと何パターンか出てきています。まずはここですね、この3枚を挟む道か、ここ3枚を挟む道、こう行く道か、あとは少し遠回りなんですけどこう行く道もあります。はい、まず遠回りの道から見ていきましょうか。アプローチの一つとして、まず今あなたの中で考えていること、ここクリアしなきゃいけないとか、何かに区切りをつけなきゃいけないとか、あとはその最終的にここね、結婚っていうワードでお相手につながっていくので、結婚に向かっていくためにはとか、交際していくためには今自分の中で区切りをつけなきゃいけないことだったり、あとはここね、宿命とかっていうのも表しているので、もしかしたらカルマ的なもの、ご自身の魂の中で抱えていらっしゃるもの、生まれついた時から自分はこういう風に感じていた、例えば結婚観かもしれないし、恋愛観かもしれないし、何か乗り越えることがご自身の魂の中であるのかもしれません。そうなんですよね。お相手の状態がすごくいいんだけど、それに対してあなたがっていう風にカードが出てるってことは、多分魂の中で乗り越えていく課題が今あるのかなっていう風に感じています。でまずそれをクリアしていくこと、ご自身の問題をクリアしていくことっていうのが一つありますね。その後にあとは順風満帆に進んでいきます。ここを乗り越えていけば、ここコミュニケーションを表す鳥のカード、前に進んでいくっていう船のカードと、結婚、交際、約束を表す指輪のカード、そしてお相手にたどり着いていきます。あなた自身の心の中の問題っていうのを乗り越えていくと、ここですね、あとはお相手とコミュニケーションを密にとっていって、2人で新しい門出、旅立ちっていうのを表す船のカード、うまく2人で舵を取りながら進んでいくんだっていう、大きな航海、海の旅に行くんだっていうお気持ち、そうなって進んでいくと、やがて結婚っていうのに自然となっていく。この船の行き着く先っていうのは結婚、交際、約束っていうところです。そしてお相手に結びついていきます。お相手の状態はすごくいいので、どの道をたどってもお相手の中ではあなたを受け入れる準備っていうのはもうすでに整っています。ときめいてもいますし、はい、そして次の道ですね。この道もありますね。やはりこうなってくると、これもでも最終的にはいいんですよ。どの道をたどってもいいんです。なので一番はやはり自分の問題なのかなっていうところはあります。もしくはこれはそうですね、お仕事関係かもしれません。このあたりになってくると、お仕事の中で一つ自分がクリアしていかなきゃいけないとか、自分たちが結婚するためには誰かに認めてもらわなければいけないってあなたが感じているのか、
うん、何か大きな存在にあなたが恐れているようなところもある。それは自分の心かもしれないですしね。ただそれを乗り越えていくと、または乗り越えていくきっかけや解決策っていうのがあります。あなたの心の中にあるんじゃないかな。もしくはこれから出てくると思います。明るみに出てくるので、その鍵をつかみ取って乗り越えていきましょう。そうするともう太陽なので成功を表しています。解決策のヒントが見えてきて、あとは解決してお相手へと結びついていきます。乗り越えるべきはここですね。どうしようって思っていても、それを乗り越えるためのヒントも出てきて解決していく方になっていきます。このアプローチ方法もある。だからそのお相手に何か働きかけるというよりは、まずご自身のことっていうのが入ってきますね。あとはこの道ですね。怒りのカード、クローバー、そしてカマのカード。怒りのカードはお仕事も表しています。でこれ怒り、海が出てきているので、ここもね船があるので、海を越える、海を渡るとか、距離が空いていたり、遠距離だったり、出張があったりとか、海外っていうワードも入ってくるかもしれない、一部の方では。あとはお仕事、自分の仕事ですねっていうところで、あなたが考えているところがあるかもしれません。あとはお相手と職場恋愛をされている方がいて、まだ明るみに出ていないのであれば、それをどうやってみんなに宣言していこうかなっていうところに焦点が当たっていくのかも。それを乗り越えていくと、あとは日々の小さな幸せを感じられるようなクローバーのカードに、収穫を表すカマのカード。でもここは一つ何かを刈り取って収穫していくって、いっぱいたくさん藁が積み重なっていますよね。収穫すること、決断することで大きな収穫がここ運ばれていきますよってことも表しています。もし仕事じゃないよっていう方は、お相手との信頼関係がいかに長続きしていけるのかとか、途切れないでいるのかとかって、そういうところにあなたが不安を覚えているのかもしれません。すごく好きなんだけど末永く幸せにやっていけるのかなとかね、そういうところを感じているのかもしれません。ただその未来の先のことは誰にも分かりません。今のお気持ちを大切にしてください。今お互いが感じられる日々の幸せ、そこに感謝をしていきましょう。お相手に日々声をかけることだったりとか、この調子で積み重ねていくことっていうのもいいでしょう。お相手からの愛を受け取り続けていくのもいいですね。そうやって2人で積み重ねていくことで、大きな収穫へと結びついていきます。この頃にはあなたの中で大きな決断だったり、一つの区切りっていうのを迎えていると思います。そしてすっきりしたお気持ちでお相手と結びついていくよっていう流れになっています。あとはですね、さらに遠回りするんですけど、この道もあります。こうですね。この道も行きましょう。はい、4パターンある。狐、ブック、雲のカード、山、鎌という風に5枚の遠回りの道が、一番の遠回りですね、ありますね。自分自身ごまかしているお気持ちがもしあるとするんだったら、それは周りの人かもしれないし、自分自身かもしれないし、お相手に対してもかもしれない。どこか自分の中でまだ悩んでいることを打ち明けられていないとか、不安なところを自分自身感じてるんだけど認めたくない気持ちでいるとか、まずそこを乗り越えていくこと、見つめることっていうのが入ってきています。その後はブックのカード。そうだな。ブックっていうのは秘密の関係っていうのも表しているんです。で、他のカードも見ていて、2人がもし公にしていないような関係性だとするのであれば、そこも今辿っていくワードの一つとして入ってきます。秘密の関係性をどうしていくのか。でもただね、秘密の関係性だとしても2人は通じ合っているので、どうやって表現していくのか、もしくは2人が進展していくためにいろんな知識をあなたが身につけるっていう方法もあります。お相手に近づくために、そうだな、仕事のカードも入ってるので資格取得とかそういうのも関わってくるかもしれないんですけど、夢目標を達成するためにあなたが頑張るってことも出てくるかもしれませんね。
だからその素直に愛情だけにあなたが向けていない状態なんですよね。いろんなパターンがあると思うんですけど、そのあたりを乗り越えていって、ここね、雲のカードで少し良くなったなと思えばモヤモヤするようなことも出てきたりとか、状況が一定しないよってこともあるし、乗り越えなければいけない課題だったり試練っていうのも感じるようなことも出てくるでしょう。このモヤモヤや一つ山を乗り越えた先に、そこでね、何か、刈り取って収穫していく、そしてお相手に結びついていくっていうような道もあるんですけど、ただこの遠回りする道よりだったらもっとアプローチしやすいところがあるのかなっていうふうにも感じますね。だからこの道を選んでももちろんお相手にたどり着くことはできるんですけど、その他の道で考えていただいてもいいんじゃないかなっていうふうには出てきます。はい。で、今回は4パターン、道があるよっていうことと、そしてでもお互いが思い合っていて働きかけていることには変わりはないので、はい、というところです。お相手の状態がいいのでね、結婚っていうところをお相手は意識されていると思います。もしくは交際っていうところですね。交際するならもうこの人と結婚したい、あなたと結婚を視野に入れて交際を始めていきたいとか、そのようなことも考えていると思います。告白したいとかプロポーズしたいってことも考えているでしょう。ではラッキーナンバーを出していきます。ラッキーナンバーは5番です。ファイトのカードですね。何を頑張るのか、どこに重きを置いて頑張っていけばいいのかっていうところを今もう一度感じてみてねっていう風に出てきていますね。はい。そしてナンバーとしては5なので、5のつく日とか5のつく時間、5週間後だったりっていうところで5っていうのを参考にしてください。あとはタロットカード22枚の大アルカナ正位置で、メッセージアドバイスをもらっていきます。もう一頑張りですよっていうのが出てきていて、これも、5番、強行のカードが出てきています。はい、ということで同じ5番が出てきましたね。かなり5っていうのが大きなワードかもしれません。で、その強行のカード、学びを表しているカードで、学びというとここにブックのカードが出ていたので、あなたの中で今例えば資格を取得したいとか学びたい、もしくはお相手のことに対してもっと知っていきたいとか、あとは交際や結婚するのであればもっと知識を深めたい、集めたい情報があるというふうに感じているのかもしれませんね。この2枚からメッセージをもらっていきます。強行のカードっていうのは知性や知識、勉強または先生を表しているカードです。学びを深めて自らを成長させる、そんなキーワードが入っています。知性と尊敬を意味するこのカードです。この強行っていうのは権力がありながらも人々を見守って祝福する慈悲深さを持っている。さらにはみんなをぐいぐい引っ張っていくリーダー的存在です。人に何かを教えたりマネージメントしたりするのに適した状態にいます。つまりはあなたが今何か役職を持たれているとか、誰かに何かを教える立場だったり、または教えたいと思っているのかもしれません。そのような副業やお仕事っていうのを考えているかもしれませんね。そしてあなたを頼ってくる人もたくさんいるかもしれません。あなたに注目が集まる状況になっているので、みんなに知恵を授けて引っ張っていくような時期でもあります。公私ともに年上の男性との縁が強くなっています。良いアドバイスをもらいますし、悩みを相談すれば最適な解決策を教えてもらえそうです。また学ぶべき時なので勉強したいという気持ちが湧いてくるでしょう。自分自身と向き合って興味があるジャンルの本を読んでみることをお勧めします。きっと今後に活かせる発見があるはずですというふうにありました。本の中から今のあなたに解決するヒントが出てくるよっていう風に言われていますね。興味のあること本で探してみてくださいっていう風にアドバイスが入っていました。今回は
グランタブローを使って今お相手にどんなアプローチをしていけばいいですかというのをテーマに見ていきました。いろんなアプローチ方法が出てきましたので、参考にしてみてください。はい。で、この4枚のね、アドバイスカードっていうのもお受け取りいただけたらなと思います。はい。そしてお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきます。天使のスフレパンケーキ、ミラクル連発、これから奇跡のような出来事が起こります。それは小さな奇跡かもしれません。見逃さないでください。というのも入っていました。で、小さな奇跡というと、ここのクローバーにも関わってきます。で、強行のカードはブックや解決策のヒント、このあたりなので、このあたりがいいのかなっていうふうにもありますね。もちろんブック、知識を深めることっていうのもいいと思いますし、これからミラクルが起こるということはこのあたりでしょうか。解決のヒントが出てくる可能性があるよっていうふうに出てきています。見逃さないようにアンテナを張り巡らせていきましょう。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。こちら5番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはグランタブローを使って今お相手にどんなアプローチをしていけばいいのか、そこに焦点を絞って見ていきます。よろしくお願いします。5番をお選びいただいた方、たっぷりフルーツのアイスキャンディーですね。これをもらっていきましょう。では早速展開していきます。はい、では見ていきましょう。ということで、お二人今とてもいい状態なのかな、いい関係性を育んでいかれてるのかなというふうに感じます。総合的に見てお二人の状態がいいです。はい、ということで話を進めていきます。2人の間で良い変化っていうのが最近あったんじゃないでしょうか。交際に発展したよっていう方もいるでしょうし、思いが通じ合った、なんとなくお互いの気持ち知ってるとかね、一緒にいて安心できるとか、穏やかな時間を過ごせるような2人の関係性っていうのが出てきています。デートした方もいるでしょうね。ロマンチックな時間を過ごしたっていう方もいますね。はい、総合的に見てお相手の状態もあなたの状態も良くて、お相手の方がなおいいかなっていう感じがします。少し見えやすいようにカード動かしますね。はい。でもちろんお互いがお付き合いしていく上で、人付き合い、人と人でつながっていくにあたって、中には時々喧嘩したりとか、メンタルが崩れちゃうような時ももちろん人間だからあるんだけど、それを踏まえてお互いそれを乗り越えて支え合っていきたいっていうお気持ちが強く出てきています。で、お相手なんですけど、あなたともし交際していないのであれば告白考えていると思います。で、結婚までこの人考えてるんじゃないかなっていうのがありますし、動くんだったらお相手の方から動いてきます。でも今交際されている方でもお相手の方が積極的なんじゃないかなっていうのが見えています。デートのお誘いとか連絡まめにくれるとか、お相手の方から積極的に働きかけてくれていたり、お家に招かれたり、お家に行ったり、お家デートしたりとか、そういうのも見えてきていますね。で、いろんなことがあったとしても2人で乗り越えていけるとか、時にはぶつかり合うようなこともあるでしょう。意見の食い違いとかで、そういうのもあるけど、それも人生の一つとしてお互いがうまくバランス取れている状態なので、
だからこそお相手は結婚っていうところまで視野に入れてるんじゃないかなっていうのがあります。一つ覚悟が決まってるというかね、あなたと一生寄り添っていきたいっていうお気持ち、そして進んでいきたいっていうお気持ちが強く出てきています。はい、そして愛について考えていて進んでいきたいで、プレゼントしたいっていうのが出てくるので、近々プレゼントを渡されるんじゃないかな、そういうロマンチックな出来事があるんじゃないかなっていうふうにも考えています。末永くお付き合いできるお二人なのかなっていうのも出てきていますね。そしてあなたのところを見ていくと、あなたのところでもやっぱり結婚っていうのが頭の中に入ってきているので、だから2人はやっぱり結婚を意識されてる、結婚に限らずね、一生2人で一緒にいたいとか寄り添っていたいとか、今の時代結婚だけが全てではないので、長くお付き合いしていきたいとかね、そういうところを考えているのかなとも思います。で、プレゼントもらうんだったらペアリングだったり指輪欲しいなって思ってる方もいるでしょう。そしてあなたの中ではお相手と仲良くやっていきたいし、そしてやっぱりお互いがいろんなことあったとしても、それを2人で支え合って育んでいくんだっていう温かい気持ちが出てきていますから、時には嫉妬したりとか喧嘩したりとかするようなことがあるかもしれないけど、それらを乗り越えてやっていけるような間柄だっていうのが出てきています。はい、では見ていきましょう。今のあなたもそうですね、お相手のこともすごく信じてるし、お仕事絡みのこととかも考える時もありますけど、お相手と自分の仕事どちらもバランス取れてやっていけてるんじゃないかなっていうのもあります。見えない先行きのこととかももちろんあるけど、でもそれも含めてね、お相手と支え合って未来やっていきたいなっていうのも出てきています。はい、ではこの4枚がアドバイスカードです。棺、道、魚、鳥というふうに出てきていて、2人が一つになっていくというか、2人で一つの世界を築き上げていくとか、末永くお付き合いしていくためにも、一つここ選択っていう道のカードが出てきています。いろんなやり方、方法、進み方、選び方とかっていうのが出てきて、2人で選んでいくっていうのがテーマかな。あなた1人が選ぶじゃなくて、2人で良い流れをつかんでいくためにどんなやり方があるかなっていうのを模索しながら進んでいくとかっていうのももちろんあります。選ぶってこともそうなんですけど、2人で話し合いながら決めていくんじゃないかなって、どうやったらお互い豊かになっていけるのかとかね、そういうところに焦点を当てていくのがアドバイスとして入っています。で、棺のカードっていうのは区切りをつけることっていうのにもつながってくるので、これはでもあなたのところにも関わってきますね。あなたの中で一つ区切りをつけるためのヒントっていうのが生まれてきます。それは仕事面で現れてくるのかもしれないし、お相手と交際して末永く続けていくことで何かしらの区切りがあなたの中につくのかもしれません。一緒に過ごしていくためにって覚悟がクッと決まるのかもしれないし、2人で支え合ってやっていくためにはあなたの一つ覚悟がここで決まるのかもしれません。はい、ただ2人は仲良く2人でね、2人揃ってるんですよね。揃って育んでいかれるんじゃないかなと思います。何か決めるにしても2人で話し合って方向性を決めていくといいよっていう風に出てきていました。で、これを見ていると今順調に仲を育まれていたり、交際されていたり、結婚を視野に入れていたり、もしくは長く寄り添っていきたいってことをお互い考えているのかなっていうのが読み取られるんですが、でもまだそのお相手の気持ち見えなくてとか、片思いなんですとかね、そういう方もいると思います。で、今回のテーマはお相手にどんなアプローチをすればいいのかっていうのをテーマにしているので、アプローチ方法を見ていきましょう。で、こうやって見ていくと何パターンか見えてきています。まずはあなたから鎌、太陽、蛇、お相手の道を行くのか、あなた、鍵、ブック、ハート、お相手に行くのか、あなた、鍵、怒り、子供、ブーケ等のカード、お相手に行くのか、だいたいこの道がいいかなと思います。で、またはこの道を通っていくのもいいですし、この道を通っていくのもいいんです。これはだいぶ遠回りになるんですけど、こうやって行く場合もあります。
そうですね。ただどの形を取るにしてもお二人の間で乗り越えていけるっていうことをまず根底に置きながら進めていきましょう。たくさん道があるんですね。この一番遠回りする道から行きましょうか。今あなたの中で解決したいこととか自分の生き方についてのヒントだったり何か手がかりになるようなことが欲しいと思っていること今まずありますね。直近の目標かもしれません。今叶えたいことかもしれない。それに対しての一つ結果が出るというか解決したいと思っていることが解決する、または手がかりが見つかるようなことが出てくる。それは仕事に関係することやお相手との絆に関係することかもしれない。中にはモヤモヤするような思いを抱えることもあるかもしれないけど、でもそれは一瞬の出来事です。ちょっと曇って、そして風が吹いたりとかすれば雲はいなくなって、時間とともに雲が通り過ぎていってまた晴れ間が広がっていくかのように一時的なものが現れるかもしれないってことをあなたとお相手は知っています。だから雲がかかるようなこと、モヤモヤするようなことがあってもそれを乗り越えてお互いのアットホームな時間を過ごしていくことができます。中には乗り越えていかなければいけない課題っていうのも時には現れてくるでしょう。お互いそれぞれ感じ合っています。支え合って、ここライダーのカードでスピードよくテンポよく乗り越えていくでしょう。お互いの目標に向かって、そしてそこで一つ成長が生まれてくるとか、お互いの絆がしっかりしたものになっていく。ここね、確実なものとか硬いもの、堅実なものっていうのがここで、イメージとして入ってくるので、2人の絆は硬いもの、どんなことがあっても硬いものになっていくし、何かあってもどちらかがヘルプに入ったりとか、お互いがお互いの方に向かってやっていけるので、だから信頼関係がきっちり固まったままお相手にたどり着くよっていう方法が一つ。そして先ほど言った鍵、怒りを通り過ぎて次こっち、子供のカードとブーケのカード、塔のカードとあって、子供ね、そうですね、純粋なお気持ち、お互いが楽しむ気持ちだったり、心の奥底の大切にしているものっていうのをお互い大切にしながら、そしてお互いそれぞれ感謝し合えるようなこともあるでしょう。日々お互いの存在を確認し合って、この人と一緒にいると素の自分でいられるなとか、素敵だな、いい関係だなって思えて、そしてこの塔にたどり着いてお相手に行くっていう方法もあります。そしてまた先ほど言ったみたいに鍵、解決ヒント、そして次ブックのカードですね。お互いの気持ちをより見せ合っていけるのかもしれないし、もうすでに見せ合ってると思うんですね。オープンでいられると思うんですよ。そしてお互いが一緒に過ごしていく中で、いろんなこと、いろんな思い出、経験っていうのも積み重ねていくでしょう。そしてここ愛のカードですね。ハートのカード、きらめくハート、ここにお互い目を向けるというか、もうすでに感じてるんですけど、深く感じることができてお相手に結びついていくっていうパターンもありますし、こっちもあります。鎌のカード、太陽、蛇という風にあって、蛇というのは心にまとわりついてくるものだったりとかもするんですけど、でもこの場合ね、太陽とかも出てきているし、今そのお相手の状況とかあなたの状況も良いので、これは嫉妬するようなこととかがもしあったとしても、さっきと一緒ですよ。乗り越えていけるようなお互いの関係性、信頼関係っていうのがちゃんと出ているので大丈夫でしょう。あとはこれは末永く長いじゃないですか、日々って。だから長く付き合っていける。たとえ何かがあったとしても、2人にとって困難なこと、そこまで困難大きなものじゃないですよ。だけど何かがあったとしても長く2人が交際していけるっていうのがここで出てきていますし、はい、そして太陽のカードはね、成功とか最高っていうのを表しているカードですから、ここもね並んで出てきてるのがすごく素晴らしいですよね。はい、いずれ何か決断することがあったりとか、いろんなまとわりついてくるもの、外部の存在かもしれないしね、何かいろいろあるかもしれないけど、それらも全て2人の力で取っ払ってしまって、明るい世界を2人で築いていくんだっていう道ですね。だからどんな道とあっても結局のところ2人にかなうものないよっていう風に出てきているんですよね。
あとはこの道を通ったとしても、さっきお伝えした4枚のアドバイスカードですね、こんな感じだよっていったアドバイスカードプラスヘビのカードだから、長く2人がお付き合いしていくためにいろいろとね、区切りをつけることだったりとか、どうだろう、嫉妬ってことも中にはね、長い人生の間あるかもしれないけど、いろんなことを長い目で見てお互い育んでいける、2人が協力してコミュニケーションを取り合いながら、いつも2人は一緒なんだよってこと、何かがあっても2人で決めていけるっていう道ですね。だからどの道を通ってもお互いの信頼関係が揺らぐようなことにはならないんですよね。なぜならお相手の周り取り囲んでいることっていうのが素晴らしいカードがたくさん入っているので、お相手も愛に向かって進むことしか考えてないんですよね。そう簡単に言ってしまえば、もちろんいろんなことあるんだけど、でも長く付き合っていきたいってことを考えているし、あなたのところでもいいカードがいっぱい出てるので、2人の今の関係性とかこれからっていうのも良いでしょうし、長く交際していけるお二人なんじゃないかなっていうのは出てきています。はい、ではラッキーナンバーをトランプから出していきます。お二人にとって転機となるようなナンバー、もしくはあなたがアプローチするのに最適なナンバーとしてもらっていきましょう。はい、1枚もらっていきます。10というのがナンバーで入っています。10のつく日、10のつく時間、または10月とか10っていうのをワードにしてください。これはね、そうですね、受け継がれていくもの、長く続けていくもの、続くものっていう風に捉えていくといいのかなと思います。やっぱりお二人のご縁って長く続いていくもの、そしてゆくゆくはやっぱり家族のような関係性、一生のパートナーのようにお互い感じているところもあるでしょう。はい、そのようなアドバイスも入っています。すべては円満に進んでいくんじゃないかな。何か決めることがあっても2人で決めていくっていう感覚がお互い持ってるから、それを大切にしてくださいっていうふうに言われています。ではタロットカードからもアドバイスもらっていきます。こちらは大アルカナのみ22枚のカードから正位置でアドバイスをもらっていきます。はい、もらっていきます。太陽のカードです。19番、太陽、最高ですね。もう最高ですよ。このタロットカードいいんですよね、太陽。こちら、笑顔で人生を楽しもうっていうカードです。キーワードは遊ぶ、楽しむ、笑顔、成功、無邪気のこのようなワードが入っています。太陽は生命力や明るさの象徴です。心が高揚するウキウキとした時間や状態を示しています。霧が晴れるように目の前が明るくなり、晴れ晴れとした気持ちになるでしょう。悩み事やトラブルの解決や過去に受けた心の傷、後悔、罪悪感から心の解放などもある予感がします。恋愛も仕事も楽しみながら進めていくのが正解です。選択に迷ったらどちらが楽しいかを基準に決断していくと良い方向に進んでいきます。楽しむことが苦手という方はこの機会にそんな自分とさよならしましょう。難しく考えるとラッキーなことはやってきません。明るい未来の光が差しています。物事をシンプルに考えて心地よく感じる方向へ進んでいくとおのずと良い結果になります。余裕を持って笑顔でいることでさらに周りにも笑顔が連鎖してよりハッピーになっていきます。はい、日の当たる元2人がピクニックをしているような仲睦まじいカードが出てきていますね。素晴らしいカードです。そしてお選びいただいたオラクルカードからもメッセージをもらっていきます。喜び、楽しみ、たっぷりフルーツのアイスキャンディー、いくつになっても青春を謳歌できます。今この瞬間を思い切り喜んで楽しんでくださいというメッセージです。2人でいれば最強だ、そんな並びでカードが入っていますね。いつも2人は一緒、笑顔になれるようなことをしていきましょうっていうカードでした。今回はグランタブロを使ってお相手に今どんなアプローチをしていけばいいのかなっていうアプローチ方法を見ていきました。
お受け取りいただけるところお受け取りいただけたらなと思います。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは6番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、ルノルマンカードのグランタブローを使って今お相手にどんなアプローチをしていけばいいのかということに焦点を絞って見ていきます。よろしくお願いします。6番をお選びいただいた方は、色とりときめきドーナツです。はい、見ていきましょう。では早速カードを展開していきます。はい、では見ていきます。まずあなたとお相手、隣同士にいます。だけど背中向け合って視点は別の方を向いています。なので今これを見る限りだと2人の距離感ってものすごく近いんですよ。近くにいるんだけどもどかしくて思いが通じ合っていないような気がするのか、あとはお付き合いとか両思いなんだけれども今向いてる方向が違うのかっていう感じがします。ただし距離はすごく近いので、どうアプローチしていけばいいのかって遠回りな方法ってあまりないんですよ。少し見方を変えると向かい合うことができるので、今ちょっとすれ違っていたりとかちょっとズレがあるだけで、もともと2人って同じところを向き合っていけるとか、同じ価値観を持っているとか、相性がいいとか、そういうところにいると思うんですね。はい、ではこれを踏まえて見ていきましょう。で、今その私が感じるに、お相手ってお仕事っていう感じがするんです。そしてあなたはお相手とのことで結婚とかも視野に入れてるんじゃないかなって、長く付き合っていきたいとかねっていうところもあると思います。で、そう思ってるんだけど、お相手が仕事忙しくてほったらかしにされてるような気がするとかね、そういう違い、すれ違いっていうのも少し感じるかなと思います。で、もしかしたらお相手お仕事で少し遠くに出かけたりとか移動っていうのも入ってくる可能性がありますね。今ちょっと新天地を迎えているとか、お相手の中で新しい環境でお仕事されているって方もいるかも。だから今仕事取り組まれていて忙しくてっていう感じがします。ただそれを過ぎてしまえばまたあなたのところへ戻ってきてくれるというか、お互いが向き合って進んでいけるってところがあるので、今まだお相手の目線の先ではお仕事なんですよね。ここ仕事のカードです。そして背を背けてるところにあなた、そしてあなたも背を背けてるところにお相手っていう風に並んでるので、例えば喧嘩しちゃって今お互いそっぽ向いてる状態だったり、お相手が仕事のことを今熱心にやっていて、あなたのことを心の中にはいるんだけど今相手してあげられなくてごめんねとか、十分な時間を割いてあげられなくてっていうような思いはあると思います。そしてそんな時あなたもお相手に対してもう何よ毎日会いたいのにとかっていう気持ちもありながらもお相手のことを理解していこうっていうようなお気持ちも出てきていると思うんですね。はい、そのあたりお相手がどのようにこれからお仕事変わっていくのかなってことにもよると思うんですけど、ただしこれから仕事のことに関しては落ち着いていくでしょう。お相手はしっかりとあなたとのことも考えていますので、これから仲を深めていきたい。で、まだ交際されていないっていう方であれば、お相手あなたとデートするとか、これからの展開としてロマンチックなことやデートっていうのも入ってきています。お互い結婚や愛について考えているところもあります。ただ少し対立しているところがあるかなっていう感じはするんですね。その対立というのがなんか勢力が2つあるっていう感じです。例えばお互いの
家柄のことだったりとか、ご両親のことだったりとか、お相手的には仕事、あなたは家庭っていう感じで、何か対何かみたいな何か勢力を感じます。そうですね。ただしそれはどちらかを選ばなきゃいけないとかそういうことではないんですけど、少し気になる点として今挙げたんですね。家族なのか、それともお相手が仕事をいつまでも忙しかったりするお仕事なのかもしれません。自分でお仕事されているよっていう方もいるかもしれないし、少しねオーバーワーク気味な可能性もあります。だからお相手的には仕事をもっともっと拡大させて自分で事業を起こしていきたいっていうお気持ちがあって、あなたは支えていきたい、だけど家族としての時間も大事だよねってことでっていう意味で派閥みたいな存在があるのかな。どちらの勢力も大事なんだけど2つあるっていう感じがします。今言ったことに関わらず何かしらの2つのことっていうところで、揉めたりするわけではないんですけど、それを2つ同時にこなしていきながら2人の関係性って進んでいくのかなっていうのは出てきています。はい、そしてお相手とあなた、信頼関係っていうのもこれから育まれていきますし、もうすでにそのような関係性になっているよって方もいると思います。ビジネスパートナーとか職場の関係性っていう方も多いんじゃないかと思います。仕事つながり。そして2人が今までいろいろと苦労されたのかなっていうのも出てきています。あなたにとって辛かったこと、お相手にとってもそうかもしれない。乗り越えていくこと、それは公私ともにっていう感じもしますし、それらいろんなこと、例えば体調不良だったりとかお互い辛かったこととかを乗り越えて今があるっていうのが出てきていますね。だから今すぐ出会った人とかっていうよりは、その歴史がある人2人っていうイメージがあるので、職場関係やお友達関係からの今の状態っていうのも感じられます。あなたはお相手と仲良くやっていきたいし、どうやったら今2人が向き合っていけるのかなっていうことも考えているし、そうですね、どちらかというと前向きに考えています。喧嘩してるのであれば仲直りしたいってことも考えてるでしょう。はい。でもちろんお互い結婚を視野に入れているので、お相手の中でも心の中にあなたっていう存在がいますし、コミュニケーションを図っていきたいってところがあるので、2人の関係性を育んでいきたい、コミュニケーションを通してってところがあります。ただしあなたのことだけに今は目を向けていられないような出来事がお仕事であるのかなっていう感じもするので、その仕事の合間を縫ってあなたとデートしたいとかね、お食事したいってことは考えています。なのでね、お相手のお仕事もしくは取り組まれていることに対してあなたは十分理解してると思うんですね。そうだな。ただし時々ね、やっぱり自分との時間、もしくはこれから先長くお付き合いしていくのであれば、今までお互い苦労してきたんだから、だからこそ2人でこれから家族としてとか一生付き合っていくとして、その時間も大切にしたいよなっていうところも出てきてるんじゃないかなと思います。で、アドバイスカードはこちらの4枚です。船のカード、手紙、騎士、鎌という風に出てきていますね。これは辛かったこととかっていうのもあなたたちが2人で乗り越えてきましたねってことが言われていますね。それは自分たちの関係性をより良いものにしていくためだったりとか、お互いの願いを叶えるためにとか、お互いが交際に向かって愛情を育んでいくことだから、それを目標にして辛いことを今まで乗り越えてきたんですよねってことがここで出てきていますね。そしてそのためには、その2人が結びついていくためには痛みが伴うことも中にはあったでしょう。ここにストレスっていうのを表すネズミのカードっていうのも入ってますし、何かを区切りをつけることだったり、山を越えていくことだったりとか、何かを刈り取っていくことっていうのも出てきたでしょう。整理っていうカードですね。環境を整理することっていうのも今まであったでしょう。でもそれらは全て自分たちの望みを叶えるために動いたことであって、
そんな苦労を2人は味わいながら乗り越えてきたんだっていうことが出てきていますね。そしてアドバイスとしては、これから先もいろんな荒波とかも出てくるかもしれない。だけど2人で乗り越えていく、前に進んでいくんだよっていうことが言われていること、そして何かあった時はお手紙伝えてっていう風に言われている。より良い関係性にしていくためにとか、仲直りかもしれないしね、手紙だけじゃなくてメール、LINE、DM とかそういうことも表しています。あなたの気持ちを綴りましょうっていうことです。そして騎士のカードは、なるべく早く好転に向けて動いていくっていう、行動に移すっていうカードです。自分たちの願いに向かって動きましょうっていうことですね。そして鎌のカードは、先ほども言った通り環境を整える。これ草を刈り取っている絵柄ですよね。何かしら刈り取っていくものがあるでしょうっていうふうに、整えていくものがありますねっていうふうに、そのために動いていくことも必要でしょうし、伝えていくことも必要でしょう。ただしこの船と騎士っていうのはどちらも進んでいくカードなんですよね。進むっていうことには変わりはありません。ここは出てきていますね。全てアクションを起こすカードなんです。手紙っていうのも自分の意思を伝えるっていうことだし、鎌のカードっていうのも環境を整えるってことなので、まだまだお互いできることたくさんあるよ。そしてなるべく早く動いた方がいいねっていうふうにアドバイスが出てきていました。では今お相手に向かってどうすればいいのか、どんなアプローチをすればいいのかってことで、何通りか見ていきたいんですけども、一番の近道はここですよね。間に何もないっていう、2人がこうなれば向かい合ってることになるので、少し目線を変えたりとか立ち止まって、またこのアドバイスを生かしていくと、ここが入れ替わって2人がまた向き合っていけるとか、距離が縮まる、より良くなっていくのではないかっていうところなんですけど、ただその他にもね、探していきましょう。でこのお二人の場合、いろんなパターンがあるんです。例えばクローバー、鍵、棺、魚、子供、鳥、お相手という、こういうパターンもありますし、あなたからよりお魚、子供、鳥、お相手っていう、こういうパターンもあります。あとはあなたより鳥、お相手っていうパターンもありますね。こういう感じもいろいろとあります。いずれにしろこの辺りのカードを通っていくパターンと、あとは下側ですね。クローバー、指輪、狐、コウノトリ、お相手っていう、このパターンでいくのか、あなた、狐、コウノトリ、お相手といくパターンなのか、あとはクローバー、指輪、手紙、記事、鎌、コウノトリ、お相手というパターンなのか、この下側の部分と上側の部分とそれぞれあります。もちろん他にもね、たくさんあるんですよ。こうやってこうやってこういくカードもありますし、こう行く道もあるんですよ。だから全てのカードを通っていく可能性がすごくあるので、つまりはいろんなアプローチの仕方があるよってことなんです。その中でどれをあなたが選んでいくのか。ただしここのアドバイスカードで進んでいくことや伝えていくこと、環境を整えていくこと、そしてなるべく早く進んでいこうっていうのがアドバイスで入ってるってことは、なるべく最短ルート、そして最善のルートを通っていくのがいいんじゃないかなっていうふうに見ます。はい、なので全部のパターンをお伝えしたいんですけど、一番2人が最短ルートでより良い方向へ進んでいく道としては、多分この道が一番近いのかなと思います。ユリ、鳥ですね。はい、ユリは調和を表すカード、鳥はコミュニケーションを表すカードということは、単純に2人が仲良くなっていくためにコミュニケーションを重ねていくといいよっていう風にシンプルに出てきています。もしくは狐、コウノトリという場合もあるんですけど、多分こっちの方がいいかなという風に私は見ますね。でも他にももし見るのであれば、このクローバー、日々積み重ねていく小さな幸せ、それを感じること、そして解決策が見つかる、もしくは物事が解決の方向へ進んでいく、そして先ほども言ったみたいに調和、
コミュニケーション、お相手っていう風にこんな道もあります。でもなるべく早くって言われてるので、多分これが一番最短ルートかなっていう風に思いますね。狐のカードを通っていく道もあるんですけど、この場合は喧嘩してるのであれば素直になって、そして新しい関係性、より良い関係性、これは幸せを運ぶコウノトリさんなので、お互いが思いやる気持ちをもう一度見せ合うと、ここが仲直りできるとか、また近づいていくことがあるねっていう風に出ています。距離はすごく近い、隣同士なのに背中を向け合ってるってことは、仲良しだったんだけど今喧嘩しているっていう可能性もあるんですね。なのでその方々はお互い思いやって素直に気持ちを伝え合うこと、伝えることっていうのもいいでしょう。面と向かって言えなかったら手紙とか DM とかで文章として伝えていくのもいいと思います。このどちらかかなと思いますね。最短ルートでより良い道としてはこう言ってもいいと思いますけど、はい。その他にもたくさんの道、全部のカードを使ってお相手にたどり着くことができるので、この先ほど言った方法だけではないんですが、いろんな可能性の中から今ご自身ができることっていうのをやられてみるといいんじゃないかなと思います。ただしデート、お食事できるよっていうカードとかも入っていますから、2人の信頼関係がこれからも育まれていきますので、はい、そのあたりも踏まえながらラッキーナンバーをもらっていきましょう。お相手に連絡すると良い、ナンバーだったり、またはそうですね、物事が好転するタイミングだったりとか、具体的な数字を出していきます。はい、7番ですね。7のつく日、7のつく時間、7週間後とか、そのような7という数字に注目してください。そしていろいろやっぱり方法がたくさんあるので、この6番をお選びいただいた方、いろんな選択肢があるので、今言ったやり方だけではなくて、あなたが一番しっくりくるやり方を探してみてもいいと思います。あとはタロットカードからアドバイスをもらっていきましょう。大アルカナ正位置でアドバイスをもらっていきます。めくれてきたのをもらっていきましょう。デビルのカードです。はい、こちらのデビルのカードからアドバイスをもらっていきましょう。雑音は聞かず自分基準でというワードが入っています。キーワードは誘惑に負けない、切り替え、素直になることです。雑音が聞こえてきてもそれにとらわれないでということを意味しています。やりたいことがあるのに他の人の意見が気になって一歩を踏み出せていないなど、制限がかかっている状態ではありませんか？あなた自身は困っていないのに周りの人の余計な声が聞こえて不安になってしまったり、また無駄なものに時間を取られてしまわないでということでもあります。それは自己嫌悪や過去への失敗への後悔、自分を否定したり評価を下げたりしてあなたの本来の力が奪われないように、何事も前向きに対処していきましょう。悪魔のささやき、つまり嫉妬や迷い、不平不満を振り切って前進していきましょう。気持ちが切り替えにくいなら一人の時間を満喫することです。ストレッチや岩盤浴やサウナなど汗をかくこともおすすめですというワードが入ってきています。このメッセージも取り入れていきましょう。はい、お香を焚いたりキャンドルを焚いたりするのもいいでしょう。そしてあとはですね、お選びいただいたオラクルカードからもメッセージをもらっていきます。はい、我慢しない。誰かが決めた窮屈な物事とはさようならしましょう。もう我慢をしなくてもいいのです。好きなものを食べて、好きなことをして、たくさん笑いましょう。今ご自身が笑えることをやってみましょうっていうアドバイスカードです。そして我慢することから抜け出していきましょう。いろんなことを抱えていたかもしれません。言えなかったこと、今まで我慢してきたこともたくさんあったでしょう。それだから今抜け出して自分の気持ちを素直に打ち出していく時です。あとはどのような方法を使ってお相手にアプローチしていくのか、様々な方が見ていますから、それぞれの距離感だったり関係性においてまた違ってくると思います。今ご自身ができる最善の方法でやられてみてください。迷うなって時は自分の時間を大切にしながら一人時間を楽しむことっていうのもアドバイスとして入っていました。
今回はグランタブローを使って今お相手にどんなアプローチをしていけばいいのかというのをテーマに見ていきました。ぜひ参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは7番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回はグランタブローを使って今お相手にどんなアプローチをすればいいのかというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。7番の方、シャインマスカットのキラキラゼリーです。それではカードを展開していきます。レノルマンカードは、基本36枚を使って見ていきます。そして36枚プラスアルファで入っているカードもあるんですが、それらはすべて抜いて36枚で見ていきます。ではよろしくお願いします。はい、これで見ていきます。まず分かりやすくここで入ってますね。あなたとお相手が向き合っています。そして隣同士です。で、ここで一番考えられるのは、お二人の気持ちが揃っていたり、気持ちが通じ合っていたり、すでに交際されているとか、あとは家族だよとかパートナーだよっていう方も多いんじゃないかなと思います。お互いのことをしっかりと見つめ合っている状態なので、長く交際されていたりとか、家族関係なのかなっていうのも出てきています。でもしね、そのパートナーシップ結んでいません、家族じゃありません、交際していませんっていう方でも、お二人の気持ちこれから揃っていくとか、まだ見えていないだけで実は気持ちちゃんと出てきているのかなっていうのも感じられます。ただしその他にも細かく見ていきたいなっていうのはありますね。で、お二人の中で、そうだな、でもお二人がもし交際されている方であれば、順調に流れて交際に発展していると思いますね。で、片思いの方だとしても今仲良くやられていると思うんです。いろいろと時の流れっていうのも感じますし、様々なことを乗り越えてきたとかっていうのもあります。もしくは引っ越しや移動のタイミングで出会ったっていう方もいるでしょう。遠距離だったとかね、そういう方もいると思います。で、これから2人は結婚っていうことを視野に入れてるんじゃないかなって思います。結婚というか、2人で生涯共に寄り添っていくことっていうのを視野には入れています。その他にも見ていきましょう。お相手のところなんですけど、あなたのところでもそうなんですが、お互いのことを見ている反面、背を背けているところに、あなたのところでは蛇のカードが入っています。これはあなたの心にまとわりついてくるもの、これらから逃れたい、もしくは今見えないようにしているっていうところが出てきています。お相手のところはこれ熊のカードが入っています。もしかしたら目上の方に気を使っていたりとか、あなたのご両親のことかもしれないし、それ以外のところで言えば仕事上の上司だったりとか、自分にとって目上の方っていうのがここで入ってきています。それぞれがそこに対して目を背けている。目上の方じゃなかったとしても、自分の力とか権力っていうところを表しているカードなので、より豊かになっていくために、より自分が反映していくためにっていうところで力を見せたいところがあるんだけど、それを今抑えているようなところかもしれません。目上の方以外でもし表すとするのであれば、ご自身の力、パワーバランスっていうところを考えているのかもしれませんね。ただしそれを今お互い目を背けたいところとして入っているので、できればそういうことから
心にまとわりついてくるものや誰かに監視されるようなことから逃れて2人だけの時間を楽しみたいっていうのがありますね。一緒に過ごす時間を大切にしたいっていうのをお互い感じています。コミュニケーションを取り合ったりとか、一緒にお食事したり暮らしたりっていうところですね。同棲を考えていたりとかっていう場合もありますね。2人だけの大切な時間を育んでいきたいっていうのが出てきています。はい、そしてそのためにはこれからいろいろと取り組んでいくことが出てくるんじゃないかなっていうのも出てきていますね。2人で乗り越えていくことも出てくるでしょう。そして乗り越えていくことで、全てはどこに向かっていくのかっていうと、ここですね。お互いの豊かさだったりとか、これから先上昇していくためにっていう目標のために2人で乗り越えていくことになるでしょう。はい、何か収穫を表す鎌のカードも出ていますので、お互いの豊かさや実りイコール、それは安心できる暮らしだったり、ご家族とか生涯共にしていくためには何かね、ここで収穫刈り取っていってまとめるようなことがあったりとか、上に登っていくため、レベルを上げていくために今どうすればいいのかなっていうところを考えたり、力加減っていうところも出てくるかなっていうのはあります。ただお相手もあなたもこの考えていることっていうのはお互いのことを考えているし、お互いがハッピーになれるようなことっていうのをちゃんと考えているので、2人の仲が崩れるようなことっていうのはこの後はないのかなっていうふうに見て取られます。そうですね。そして次はアドバイスもらっていきましょう。今ちょっと根底にあるところで、乗り越えていかなきゃいけない課題があるとか、伝えていかなきゃいけないとか、それは秘密にするのかしないのかとか、打ち明けるのか打ち明けないのかってこともそうかもしれないし、どんな風な形で伝えていくのか、伝え合っていくのかっていうことも出てくるでしょう。ただし最終的には愛情っていう関係性になっていく。今交際していなかったとしても、お互いの真の愛について考えたりとか伝え合ったりとかで、愛情イコール生涯のパートナーだったり家族っていうところにお互いが行き着くよってことが出てきているんですね。これ2つ対になって1つの家が後ろに描かれていて、この家っていうのがこれなんですよね。これ2人の後ろにあるものがここなんです。バックヤードは家なんですよね。でそれは家族だけではなくて、お互いが落ち着けて安心して暮らせるような場所をお互いが求めているのかもしれません。でそこに対してのアドバイスです。犬、怒り、ネズミ、クロスというふうに出てきています。そうですね。やはり障害とか課題とか、お互いが安心したりとか豊かさを求めていくにあたって、まだ障害がとか課題がとか残っていたりとかもするんですね。そこを取り組んでいくことがこれからのアドバイス、課題として入ってきそうです。どんな風に打ち勝っていくのか、自分の心かもしれないし、周りの人かもしれません。あなたを取り巻くようなストレス、お相手を監視するようなストレス、それらから乗り越えていく。どんな風に乗り越えていくのか、それは仕事も関係してくるかもしれません。でなんかお相手のところで目上の方っていうのがあるので、お相手のお仕事っていうのも大きく関わってくるかもしれないし、2人にとってはストレス、頭を抱えてしまうようなことがあるんですが、それをどうやって終わらせていくのか、ネガティブなものや取り巻いている環境、苦しいことっていうのをどうやって取り払っていくのかってことがこれからの課題やアドバイスとして入ってきています。いろいろ対策を考えたり、これからに向けて備えていくことも必要になってくるでしょう。やはりお互いが生涯共に歩んでいくための信頼関係っていうのもここで試されるような出来事も起きてくるだろう。ただし、ポイントとして押さえておきたいのは、たとえ2人がもし距離が空いてしまうようなこと、お相手の仕事絡みで離れたりするようなことがあったとしても、2人の後ろにはお家のカードがありますから、ここですね、最終的には2人が豊かな関係になっていくために、2人の共通した場所、お家のような、お互いが
心置きなく過ごせるような場所っていうのがここ2人の最終目的なのかなっていうのがあります。最終目的というかもうすでにあるのかもしれません。心の支えとしてこの2人だけの時間があるからやっていけるとかっていうのもありますし、楽しい時間も過ごしていきたいっていうのを感じていますから、この2人の時間を大切にしながら今乗り越えていくべきもの、問題っていうのをクリアしていこうかなっていうところにあるのかなと思います。これは交際している人、片思いの方、どんな関係性の方でも同じようなことがお伝えできるかなと思いますね。では今お相手にどんなアプローチをすればいいのかっていう本題を見ていくんですけど、これ今お互いが向き合っていて、しかも2人揃って絵が1枚完成されている、でそれがピンカードで出てきているっていうことは、もうすでにお互いの最終的な目的だったり、2人のあるべき場所とか居場所っていうのがあったりとかっていうのが出てきてると思うので、もうすでにここが一番最短ルートなんですよ。あなた何も挟まずお相手、そして2人の後ろにはお家、これがもうすでに出来上がってるよっていう状態です。ただしその本題に沿ってアプローチの方法を見ていくとするのであれば、何通りかあります。このように辿ってお相手に行く方法、もしくはこの道で辿っていく、あとはこう遠回りして行く方法もありますし、下のルートでこうやってこう続いていく道もありますし、何通りかあるんですが、でもより良い選択をしていくとするのであれば、多分この辺りが一番いいのかなっていうのもあります。はい。ワードだけお伝えしていくので、どの道をたどっていくのかっていうのはあなた自身が決めていく、そしてお相手と一緒に決めていくといいんじゃないかなっていうふうにまず考えますね。蛇っていうのは先ほどもお伝えした通りに、あなたの心にまとわりついてくる気持ち、存在とか、あと外部からの影響っていうのも関係してきますね。これを通っていく。そしてこれは塔のカードなんですけど、ここにたどり着くまでに道があったりとか、あとここに硬い壁が出てきているので、この先をくぐり抜けていけるのかどうかってこともこれから読み取ることができます。タワーっていうのはそうですね、積み上げていく硬いものっていうので読み取ることもできるんですけど、この場合はこの蛇を通っていくので、自分の目標に向かってどうやって進んでいくのか、それは険しい道になるかもしれないし、この門を簡単にくぐれないかもしれない。だけどこれを乗り越えた先に自分たちの目標が叶う。だからこれをくぐっていくんだっていうやり方でいって、星っていうのはあなたの願いや目標、達成したいこと、または叶えることっていうことで表すことができます。希望ですね、希望のカード。そして雲っていうのはモヤモヤを表しています。このように綺麗な白い雲もあれば、青空の中にちょっとグレーがかった灰色がかった雲もあるかのように、いろんな種類の雲が通り過ぎていきます。曇り空もあれば、雲の少ない晴れ渡った日もあるかのように、いろんなことが移り変わっていくよっていうこと。狐のカードっていうのは、これはお魚のカードがね、何個か見えていますね。この魚っていうのは豊かさや金運を表しています。そのチャンスですね、豊かさのチャンスっていうのを見逃さないようにっていうこともそうですし、自分の気持ちに素直になること、ごまかさないことっていうのもワードとして入ってきます。鍵のカードは解決することや解決策のヒントっていうのを表していて、ブーケのカードはギフト、贈り物、嬉しいこと、幸運っていうのを表しています。クマのカードは先ほども言った通り権力などを表していますね。このような道で通っていってお相手にたどり着くのかというか、2人はもうすでに向き合っていて隣同士なので、なんかこういう遠回りなルートを使わなくても、この最短ルートで一番まとまるんじゃないかなっていうふうには感じています。20番っていうのはガーデン、お食事、デート、2人で楽しむことですね。そして12番コミュニケーションのカードっていうのも2人がコミュニケーションを取っていくことなので、このあたりですよね。ここ
をしていくだけで良いのかなっていう、本当にあなたたちにとっては日々の出来事や毎日行われていることかもしれません。2人で育んでいることをそのままいつも通りやっていくことが一番いいのかなっていうのは入ってきています。ただいろんな道があるよってことで今カードの意味をお伝えしてるんですね。で、本のカード、本は学ぶこと、勉強だけではなくて、閉じているものなので、その閉じた中に解決策があったりとか真実が隠れているっていう風に読むこともできますから、秘密にしていたりとか、これはがっちり紐で結ばれているので、2人の、過ごす時間を誰にも見られたくないとか、密なものにしたいとか、秘めておきたいってことも言われているかもしれないし、2人が豊かさに向かって知識を身につけていくこともアドバイスとして入っているかもしれません。で、8番棺のカードっていうのは、棺は区切りを表します。何か一つ終わらせて次へ進んでいくっていうようなイメージでいるといいのかなと出てきています。そして21番は山のカードです。山は自分たちが乗り越えるべきものとか、乗り越えるべき課題、乗り越えられるものとして読み取ることができます。何かしら障害や課題があったと、目標があったとしても、それをクリアして次に行くんだよってことです。手紙のカードは自分の気持ち、意思っていうのを相手に伝えていくことっていうことが現れています。なのでこの道を通ってお相手にアプローチしていくことっていうのもできるんですけど、ただこの道が一番楽しそうじゃないですか。お食事したりデートしたり共有する時間を持ちながらコミュニケーションしていくことがいいんじゃないかなっていう風に出てきています。あとはプラス先ほどお伝えした4枚っていうのをアドバイスとしてお受け取りいただけたらなと思うんですけど、でもいろんな道がありますね。こう考えてみたらいろんな道があるんですけど、ここのあたりが一番ベストかなっていう風に出てきていました。では、ラッキーナンバーをもらっていきましょう。お相手との仲が進展する日、進展する時間、日時、もしくはあなたから働きかけるといいよっていう風な具体的なナンバーをもらっていきます。1枚飛んだのでもう1枚もらいます。この2枚でもらっていきましょう。では見ていきます。11番、そして3番です。はい、シンパシー、リアリティっていう2枚入ってますね。11もしくは3、この2つのナンバー、時間とか日にちとか何週間後とか何ヶ月とか、そのようなワードが入ってきています。この2つの数字を参考にしてください。お互い確実に誠実に積み重ねていくものとかっていうのも大切になってくるでしょうし、2人が共鳴し合ってるっていうのがよく見て取れるので、それを大切に育んでいってくださいねっていうのも表しています。ではタロットカード大アルカナから好転メッセージをもらっていきます。飛んできたカードをもらっていきましょう。17番スターのカードです。はい、こちらからアドバイスをもらっていきましょう。キーワードは夢、希望、可能性、実現です。夢を叶える星をつかんで。星は希望の象徴で明るい未来を暗示しています。前向きなパワーにあふれ、目の前には夢を叶える星が流れる。つまりチャンスがたくさんあるという状態を意味しています。ただし、見えるところに可能性があっても、それを自ら掴み取ろうとしなければ、手にはできないまま過ぎ去ってしまいます。これだと思ったら、自分から動いて夢を現実のものにしてください。また、人気が高まっていて、恋に仕事に友人関係に様々なチャンスがありそうです。積極的に行動すると新しい扉が開かれます。ステップアップするという暗示もあるので、自信というオーラをまとうことも意識してみてください。例えば、ハイブランドのアイテムをどこかに取り入れるなど、スターらしく自分を魅力的に見せるファッションやメイクを心がけてみましょう。というアドバイスも入っていました。そしてお選びいただいたオラクルカード、シャインマスカットのキラキラゼリー、あなたは素敵。キラキラに輝くあなたはとても素敵で魅力的です。誰もそのキラキラにはかないません。あなたは唯一無二の存在です。
というカードも出てきていました。確かにお相手にとってあなたは隣同士向かい合っているので唯一無二の存在だっていう風にお相手とあなたそれぞれ感じてると思います。共感し合える、共鳴し合えるような、通じ合ってるようなご縁だったりつながりっていうのも感じてると思います。2人の希望に向かって今掴み取る時がやってきたよっていうアドバイスが入っていました。今回はグランタブローを使って今お相手にどんなアプローチをすればいいのかというのをテーマに見ていきました。7番の方はこの道が一番いいのかなとも思いますし、今2人が向き合っている状態、しかも隣同士にいますからすぐそこにお相手があなたを見てくれています。お互い見つめ合っています。あとは2人で会う時間を大切に育まれてくださいねっていう感じで入っていました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは8番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはグランタブローを使って今お相手にどんなアプローチをすればいいのかというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。8番の方、小熊3兄弟のシュークリームです。かわいいクマの、シュークリームですね。これで見ていきましょう。ルノルマンカード早速シャッフルしていきます。では見ていきましょう。少しカードが大きくて全部入りきらないところもあるんですけど、お伝えしていきますね。今あなたとお相手だいぶ近いところにいますね。そしてこのルノルマンカードっていうのは、淑女のカードと紳士のカードっていうのがもともとこのような向きになっているんですね。こういう向きです。なので向き合ってるとか向き合ってないとか、そこは今回このカードは読み解いてはいかないです。ただし2人が同じこの3段目のところにいること、そしてそれ以外のところでも、読み解いていきましょうね。そしてお相手あなたという風に出てきていまして、でどちらかというとあなたの方がお相手を追いかけているかもしれませんね。ただし2人の関係っていうのはとても良いです。いいですね。お相手もあなたのことに対して友好的に思っています。なのでどちらが追いかけてるとか片思いとかそこではなくて、もうすでに2人は、信頼関係があったりとかロマンチックな関係性で日々仲良くしているよとか育んでいるよとかっていう方もいるんじゃないかなって思います。多いんじゃないかなと思います。でプレゼント交換し合ったりとかしたこともあるんじゃないかなというふうに出てきています。なぜならここにハートのカードが入ってきていて、ブーケのカードやクローバーのカード、木のカードもあるからです。2人が恋愛関係になっている可能性が高いですよね。でそのためにまずお互いの環境の整理をしたよっていう方もいるでしょう。2人が結びついていくために整えたことっていうのもあるんですが、その後素晴らしい流れが出てきているので、その後ですね、結びついていった後とかその前後あたりに日々お互いのやり取りを重ねていたり、お互いの感謝の気持ちを伝え合ったりとか、育んできたもの、しっかりした信頼関係っていうのが現れています。そしてあなたの考えていることっていうのも、今あなたが叶えたいこと、それはデートしたいとか連絡したいかもしれないし、交際したいとか結婚かもしれないし、今直近の願いについてあなたは考えていて、それに向かって進んでいきたいっていう気持ちが出てきています。それはお相手のことを信用しているので、
信頼しているので、このお相手についていきたいっていうことかもしれないし、自分の気持ちを伝えていきたいとか、新しい関係っていうのを見ていると思います。2人にとってより良い流れになっていきたい、作っていきたい、変えていきたいとかね、そういうところを見ていると思います。進んでいきたいお気持ちが出てきていますね。そしてお相手もこの関係性、2人の関係性を豊かなものにしていきたいとか、足並みを揃えていきたいとかっていうところを考えていますから、2人が今とても前向きな状態でいるっていうことです。そしてロマンチックなことっていうのもあるので、だいぶロマンスのある関係性なんじゃないかなっていうのが見て取れます。デートを重ねていたり、愛を伝え合っていたり、お互い喜び合えるような出来事があったりとか、苦難を乗り越えて掴み取った愛っていうのも感じられますね。まだ交際してないとか、お相手の気持ちわからないよっていう方だとしても、これから起きる可能性があります。嬉しいこと、楽しいこと、ロマンチックなことっていうのが訪れるでしょう。でこれから先、未来が変わっていく、より良い方向へ変わっていきますっていうのが出てきていますし、一時期不安になったりとか、モヤモヤしたりとか、そういうようなことも出てはくるんですが、それも乗り越えるだけの素晴らしいカードの並びっていうのが出てきていますね。最終的にはあなたはお相手と豊かな関係、今よりももっとより良い関係性になっていけるっていうのが出てきています。何よりここのハートのカードが強いですね。そして今お相手がちょっとね、考えたくないっていうか、心の中に秘めてることにストレスのカードが入っています。お相手は何かしらのストレス、不安っていうのを感じている可能性がありますね。それはそのお相手の周りのカードを見ていくと、道のカードだったりクロスのカードっていうのも入ってきているので、何かお相手の中で決めなきゃいけないことがあるとか、あとはここに無知のカードも入っています。少し対立しているような絵柄が入っていますね。誰かと対立することを恐れていたり、言い争いになりたくないなとか、そういう不安を抱えている、もしくはもうすでにそういうことがあって、それを不安やストレスとして感じているから、早くその出来事が終わらないかなとか、苦しみから抜けていきたいなっていうことも考えています。そしてそのためにあなたを頼りにしているよっていうことがここで出てきていますね。この他のカードを見ていても、あなたを信頼しているってことがここで分かりますね。そしてその自分が何かを決めていかなきゃいけない、選択するっていう道のカードが出ていて、あなたと仲良くやっていきたい、豊かになっていきたいって気持ちがあるんだけど、その一方で何か避けたい気持ちがあるとか、避けては通れないことがあるっていうのがお相手のところで出てきています。何かに区切りをつけるとか、ストレスから解放させるために自分自身動いていかなきゃいけないことを抱えている、今問題があるんじゃないかなっていうふうに出てきています。そしてこの4枚がアドバイスカードです。コミュニケーションを表す鳥、狐、雲、塔のカードです。で、2人が築き上げていくものがあるんじゃないかなっていうのが出てきていますね。で、信頼関係っていうのはきっちりと結ばれていて、ロマンチックな関係性っていうのもこの先出てくるし、今現在もあるかもしれないけど、でそれをこれからも継続していくっていうのと、あとはそれですね、コミュニケーションをこれから重ねていくこと。今コミュニケーション不足だとしたら重ねていく。中にはここで言い争い、ぶつかり合いがあった、最近あったよっていう方がもしいるのであれば、あなたはそこに対して仲直りしたい、直近の目標を叶えていきたい、できればすぐに連絡取りたいとか、仲直りしたいっていう気持ちがある、動いていきたいっていう気持ち、そこに対してのアドバイスとして読み取るのであれば、コミュニケーション、仲直りする方へ運んでいきましょうっていう風に読み取ることもできますし、いや全然喧嘩してないよって方だとしたら、これからも密に連絡取っていきましょうとか、コミュニケーション重ねていきましょうってこともそうです。狐のカードは素直になることっていうのがアドバイスとして入っています。もしくは誰かのアドバイスを素直に聞き入れて実践してみることっていうのもいいかなと思いますね。いろいろと
これからやってくる、もしくはお相手が抱えている問題に対してあなたも何かしらの対策を取ることっていうのもアドバイスとして入っています。雲のカードは移り変わりですよね。雲行きが怪しくなってきたとか、雲が晴れて光が差してきたとか、いろんな状況を表しています。なのでこれからお互いの状況、もしくはお相手の状況が変わっていく可能性があります。いい風に晴れ渡る時もあれば曇ってしまう時もあるので、その時々に応じて臨機応変に対応していくことっていうのがアドバイスとして入ってくるかなというふうに読み取ることができますね。はい。ではお相手にどのようにアプローチしていけばいいのかというと、いろんな方法が出てきます。このようにこう辿ってお相手に行く道もあれば、こうまっすぐストレートに行く道もあるし、このようにこう行く場合もある。もしくはさらに遠回りしてこんな風に辿っていくっていう方法もあります。いろんな今道がある中で、アドバイスとしては、これから起こりうるいろんな状況に対して臨機応変に対応していこう。その中でも2人の世界を守りながらって、愛情を守りながらっていうことが出てくるので、このアドバイスを見て、もしそうですね、どの道を行けばいいのかなっていうふうに見るとですね、こうまっすぐと行くのが一番いいような気もしますし、どの道を通っても嬉しいこと、そして中にはやっぱりお相手の苦しさをあなたも一緒に手伝うよ、支えていくよっていう風になっていくような流れ、どこを通ってもそういう風になっていくのかなっていう風のは出てきていますね。この道で例えて言うのであれば、これは嬉しい変化や幸せを運んでくるきっかけですね。好転のサインを表すコウノトリ、そして苦しいこととかがあるかもしれないけど前に進んでいく力を持っている船のカード、何か知識をつけたりとか、これから明かされていく出来事もあるだろうっていう本のカード、そしてこれはストレスを表すネズミのカードがあるので、この4枚を挟んでお相手に近づいていくっていうのが一番の最短ルートであります。回り道をしたとしても、どの道を通ったとしてもいいこともあるし、で課題となってくるものもそれぞれあるので、どの道通っても結局は同じ流れになっていくのかなっていうのがありますね。なのでこの一番の近道を通っていくのが一番いいのかなっていうふうに読み取られます。もちろん回り道してもいいですし、今ご自身の中で一番動きやすい方法でやられてみるのもいいかなっていうふうにも思いますね。はい。でもアドバイスとしては先ほど言ったこの4枚なので、臨機応変に対応していける方法を見つけてみてください。はい。ではラッキーナンバーをもらっていきましょう。お相手にアプローチする、話しかけるとか何かアクションを起こすのに適している、ナンバーをもらっていきます。そして先ほどなんで最短ルートがいいのかなって言ったかっていうと、ここにあなたの考えているところにできるだけ早く自分の願いを達成させたいとか、動いていきたい、自分から働きかけていきたいっていうのが出てきて、スピード感を表す騎士のカードが出ていたので、一番最短ルートをお伝えしました。もちろんそれぞれのペースがあると思うので、どんな道を通っていってもお相手にたどり着くことができます。ラッキーナンバーは10です。10のつく日、10のつく時間とか10週間後とか、10という数字をお受け取りください。これは啓発を表しているカードなので、自分にとっての悟りを開くだったりとか、そうですね、そのお相手との関係性において一つ何かを学ぶことも出てくるでしょう。ここにブックのカードが入っているので、自己啓発本を読んだりとか、また自分の本当の心の中に潜っていくことだったり、自分を探すこと、心の中、本音っていうところを見ていくことだったり、自己肯定感を高めることっていうのも啓発につながっていくかなっていうのが出てきています。これも一つのアドバイスとしてお受け取りください。そしてタロットカードからさらにアドバイスをもらっていきます。22枚の大アルカナのタロットカードです。正位置でアドバイスをもらっていきます。はい、女帝のカードが入っています。
こちらからメッセージをもらっていきます。キーワードは豊かさ、愛情、母性、お金、包容力です。お金も愛情も両方手にして満たされる。このカードは全てを手に入れることを意味しています。つまり愛情も豊かさも手に入れる可能性が高い状態にいるということです。実際に今とても満たされていると感じていませんか？もしそう感じていないとしても大丈夫です。このカードが出たということは、そこで満足せずにもっと欲張って様々な幸せを手に入れようとする人にさらにチャンスがやってくるからということです。プライベートでも仕事でも人間関係がスムーズになっていきます。やりたいことがあるのであれば、周囲の人に伝えるようにすると有益な情報がもたらされてくるはずです。母性や豊かさを象徴するカードなので、美容やおしゃれも楽しんでいきましょう。今ある愛情に感謝しながら心を健やかに保ち、毎日を丁寧に過ごすように心がけていきましょう。はい、自分の心を養うこと、自分の身の回りの環境、そして外見を磨いていくことっていうのもここでアドバイスとして入っていました。そしてお選びいただいたオラクルカードからもメッセージをもらっていきます。小熊3兄弟のシュークリーム、すべてうまくいく。あなたの思う、こうなったら幸せだなという思いをたくさんイメージしていきましょう。その考えは具現化していきます。はい、願いを実現化するために前向きにポジティブに豊かなイメージをしていきましょうっていうのがメッセージで入っていました。こちらもぜひお受け取りください。今回はグランタブローを使って今お相手にどんなアプローチをしていけばいいのかというのをテーマに見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。